ャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。開始が遅くなりまして申し訳ございませんでした。本日はですね、スーダン崩壊していく世界と日本時事雑談ということで、先日ですね、スーダンの病院で460名の市民が虐殺されるという大変な事件が発生してしまいました。しかしなぜスーダンでそのような出来事が起きてしまったのか、パレスチナやアメリカ、そして日本の崩壊していく秩序や平和についてお話ししようと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図は一切ありません。聞き取りにくい場面があるかもしれませんが、真剣にお話ししていきますのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、皆様待機していただいてありがとうございます。キャミクさん、伊沢さん、もちもちさん、ペタさん、おたはな、ふうかさん、しょうがさん、まやゆふさん、ミニラトルさん、つばきさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、都合優先させていただいてありがとうございます。すみませんでした。もう最近ちょっといろいろ忙しくてですね、こっちもめちゃくちゃ寒くて、まあ7度ぐらいしか今ないんですけど、気温が。はい。体調崩しやすい時期になってますので、皆様もお気をつけてください。今日は名鉄駅でデマと差別を許さない凱旋に参加してきましたということで、前夫妻いつもお疲れ様です。本当に寒いのにありがとうございます。そうですね、有名 YouTuber のモハブログさんも、彼スーダン出身なんで、まあ触れてらっしゃるんですけど、それはね、痛ましいだろうなという気持ちだろうなというふうに思います。はい、私はモハブログさんを応援しております。はい、日曜日はパレスチナ伝と愛知朝鮮学校の公開授業とついでに名古屋駅前の日本首都のヘイト街地に行ってきました。すごいな、ありがとうございます。いつもお疲れ様です。いやー、ほんとね、国際秩序がもうなんかだんだん崩壊しつつあるんですけれども、はい、ちょっとその辺をですね、話していこうと思います。本題に先立ちまして、いくつか署名をちょっと、身近にですがご紹介します。今ですね、日本なんとかの会というですね、アトピー治療に必要な薬をですね、なくそうとしている、維新しようとしている連中がいますので、そうした人々に反対する署名が今、6万筆ほど集まってます。あと700筆ぐらいで6枚いくんで、皆さんもよければ拡散してください。あと、生活保護基準引き下げということを厚労省がやろうとしているんですが、これもですね、今日ですね、締め切りみたいなんで、厚生労働大臣は最高裁の判決を受け入れて謝罪して、さっさと、生活保護費を返してくださいということで、はい、皆さんよければ署名してください。あとスーダンのこととかね、今回のいろいろなリンクもですね、Google ドキュメントにいつも通りまとめておりますので、こちらをご参照のほどよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、名古屋駅でヘイト反対の人と話してきましたということで、皆様本当お疲れ様です。おちょうちさんもお疲れ様です。凱旋行動お疲れ様です。私も街頭に出なければということで、いや、皆さんも本当寒くなってるのでね、無理はされないでくださいね。はい。ということで、ちょっと最初からなんですけれども、スーダンの話から、していこうかなというふうに思っております。スーダンの準軍事組織病院で民間人460名を殺害か、まあほぼ間違いないという言われてるんですけれども、 WHO トップが懸念表明ということで、これはイスラエルの事件ではないんですかという感じなんですけれども、世界保健機関 WHO のテドロス・アダノムさんが、内戦が続くアフリカ・スーダンで準軍事組織迅速支援部隊通称 RSF が西部の都市エルファシールを掌握した後、主要病院で数百人の民間人を殺害したという報告があると述べました。テドロス氏は病院で460名が殺害されたという報告に愕然とし、深い衝撃を受けていると述べました。
まあそれはそうですよね。で、スーダン医師ネットワークは RSF の戦闘員が28日にサウジ病院内で見つけた全員を冷酷に殺害し、患者、付き添いにそこにいた人たちを殺してしまったということを発表しました。スーダン医師ネットワークはまた RSF は医療従事者を拉致し、2200万円を超える身代金を要求しているとも報じております。いや、大変亡くなられた方には哀悼の意を表します。ただ、これ意味がわからない記事ですよね。何が起きてんのスーダンでっていう。RSF と確かにスーダン軍というのが、勢力がですね、スーダン軍というのは国軍ですけれども、2年以上にわたって激しい内戦を続けているんですよ。でもですよ、まあ、革命軍対、まあ、なんとなくね、反乱軍対、正規軍みたいな戦いを想像してしまいますけれども、なんで民間人虐殺みたいなことやってんのっていうですね、意味がわからないですよね。はい。はい。基本的にですね、国軍も正義の味方というわけでは決してないんですけど、はい。RSF が本当にやばいですね。はい。悪そのものだと思います。そうですね。テドロスさんもアフリカ出身なはずですからね。はい。で、そしてね、まあ国軍の方にそうですね、知り合いがいるという方が結構多いですね。で、まあ、スーダン内戦の背景についてはですね、ウィキペディア等を参照していただきたいんですけれども、まあ、軽く説明させていただきますが、今のような激しい紛争は、2023年の4月からスタートしてます。この紛争にはスーダン軍、通常 SAF と、ヘメドティというリーダーが率いる先ほどの RSF が関与しており、その2大軍事、勢力がですね、激しく戦っているという。で、その間、民間人がずっと巻き込まれてですね、先ほどのような虐殺を主にやってるのは、まあ、RSF と呼ばれる勢力の方なんですけれども、彼らがそういった行為、非道な行為に手を染めているというふうに言われてます。で、背景はまあ非常に複雑なので、はしょって説明するんですけど、もともとですね、ここにはオマル・アルバシールというものすごいやばい独裁者がいまして、2019年まで30年間ほど独裁政権が続いてました。で、その時に、ジャンジャウィードというですね、民兵団を組織します。で、このジャンジャウィードって何かっていうと、アラブ系の民兵の人たちの組織なんですね。で、ダルフールっていうところで紛争が起きていたんですけども、オマル・アルバシールは、まあ、それを鎮圧するためにですね、ジャンジャウィードという、民兵隊を作って、それを指揮していたというふうに言われてます。で、このジャンジャウィードが、極めて非道な行為に手を染めていて、まあ、アフリカ系民族を掃討するためにですね、ありとあらゆる残虐行為を繰り返していたというふうに言われています。はい。で、まあ、このジャンジャウィードがですね、RSF の前身なんですよ。だから当時から、まあ、2000年代からずっとそういう残虐行為をやってきた人たちが今も残虐行為をやってるっていう話なんで、まあ、彼らからすると、まあ、ある意味通常運転で、まあ、20年以上そういうことをやってきてる連中なんですね。はい。で、スーダンにはもちろん重要な資源もありますが、後で説明しますが、で、まあなんで、でも、そんな部隊解散しなきゃダメでしょっていうか、独裁者っていなくなったんじゃないのっていう話なんですけど、2019年頃にですね、オマル・アルバシールが革命で失脚しました。で、スーダン国軍が、まあ社会を支配することになったんで、やった、独裁者がいなくなった、じゃあ、平和になって民主主義化するねという話だったんですけども、まあ、その調整がうまくいかず、RSF は反乱軍として今度は、国軍に牙を向きました。で、国軍の方は、もちろんですね、そんなのを許すわけにはいかないので、RSF と徹底した戦いに入り、まあ、現在に至っています。はい。なのでまあ、元を正せばですね、やっぱり独裁政権の時代から始まってるそうした権力争いと、まあ、2つの軍隊、
スーダン国軍と、RSF というもともとオマル・アルバシールに仕えていた、2種類の軍隊がですね戦っているという図式なので、まあそれはねやっぱりどちらが一方的に正義というわけではない。もちろん基本的には国軍の方が正当性のある、人たちなんで政治的正当性は国軍側にあるんですけれども、なのでですね一方的にどちらがどうというわけではないんですけど、ただですね、なんででもこんな紛争が激化してるかっていうと、そうですね、国防軍と民兵の親衛隊みたいな関係ですね。だからナチスで言うと、ナチスの正規の SS と SA、レームが率いてた SA 側が、RSF みたいな感じですよね。はい。で、ただなんでここまで内戦が激しくなってしまうのかっていうと、はい、いろんな人たちがですね、内戦に関与してるからです。スーダン内戦は広範な外国関与を招き、和平努力を複雑化させ、人道危機を深刻化させています。地域大国と世界大国の間で同盟関係が分断され、国際社会も無為無策である。避難民の増加、飢饉、民族間の暴力などが深刻化し、スーダンの将来は不安定で不透明な状況に陥っているということで、こちらウィルソンセンターの、記事なんですけど、スーダン内戦はですね、様々な外国勢力によって関与されていて、もう、外国の代理戦争の様相を呈してます。ウクライナもよく代理戦争みたいに揶揄されるけども、そのレベルじゃなくて本当に代理戦争です。エジプト、サウジアラビア、イラン、カタール、アルジェリア、リビア、UAE、トルコ、エチオピア、エリトリア、ロシア、中国、チャド、南スーダンなどの勢力が、それぞれね、の思惑で、国軍か RSF のどっちかを支援しているというような状況ですね。はい。だから、こんなことしたら、どんどん戦争が激化してくに決まってますよね。はい。これらの国々は直接的にスーダンのそういう戦争や虐殺が起きているという状況に対して責任のある国々だと思います。はい。国防軍とは別に親衛隊も武装親衛隊 SS というもう一つ軍隊みたいな組織も持ってました。そうですね。ナチスはそうですね。ごめんなさい。ちょっと説明がつたなかったですが。これも本当帝国主義の行き着く先なんですよ。だからいろんな国々がこうやって関与していて、代理戦争の訂正を、提示しているわけですね。頭がいなくなった親衛隊に外国が金を貸しているし、ろくでもないですね。はい。で、最もこの中でただ悪質なのは、UAE、アラブ首長国連邦だと言われております。イギリスマンチェスターシンディクラブのオーナーであるシェイク・マンスールがスーダンに武器を密輸し、彼の実演団体を通じて設立した病院で RSF の戦闘員を治療していることを知っていますでしょうか。彼はスーダンのジェノサイドで過大な役割を果たしており、典型的なこれはスポーツウォッシングですと。で、これ、流れてきた時意味がわからなかったんですけど、なんでマンチェスターシティの話が出てくるのっていう、イギリスのこれ人気のサッカークラブの紋章がこれ風刺なんですけど血で染まっているんですけど、なんでマンチェスターシティの話が出てくるっていう風に思うじゃないですか。で、これはですね、ニューヨークタイムズ紙などが、報道しているんですけど、アラブ首長国連邦 UAE が、RSF を支援しているとする米情報機関の情報が、すっぱ抜かれました。今年の6月のニュースなんですが、米情報当局の高官を引用した報告書によると、米国は RSF の司令官、ヘメドティに対し、シェイク・マンスールを含むアラブ首長国連邦 UAE の高官との定期的な電話会話を傍受していた。UAE はスーダンの内戦におけるいずれかの陣営の支援も繰り返し否定しているが、スーダンの事実上の政府当局者は、彼が RSF を支援し、壊滅的な紛争を長期化させていると激しく非難していると。いうことでですね、アラブ首長国連邦副大統領であるシェイク・マンスール、ビンザイド・ナヒアンという人物が RSF に対して武器を供給してます。そしてRSF はスーダンって金鉱山があるんですよ。巨大な金鉱山から取り出した文字通り金ならぬ金ですよね。金をドバイにどんどん流してるんですよ。そして、シェイク・マンスールはそこでですね、サッカークラブをこの金で運営したり、ドバイでああいう高層ビルを建てたりしてるわけですね。はい。それがサムネにしましたが、この人です。はい。
もうちょっと言葉がないですけれども、こんななんかね、漫画にも出てこないような悪役いるのかっていう。アブダビ家の王子様で、今、アラブ首長国連邦のこの人、副大統領なんですよ。副大統領か。すいません。なんですよ。で、その人が直接、その RSF に武器を供給する代わりに、その対価として、スーダンの金をもらって、それをですね、で築いた莫大な財産をマンチェスターシティにですね、注いでるんですね。はい。だからそうすると、スポーツウォッシング、要はスポーツに投資してるんだから、私はクリーンな人間ですよっていうことの、対外的なアピールになるし、欧米に対してね、ソフトパワーで影響力をもたらすこともできてるわけですよね。いや、とんでもない話だと思いますし、なんでこれが大々的に報じられたいのかなと、いろいろ疑っちゃいますよね。はい。サンセットブックオアさん、仁尾美さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。はい、いろんな国がね、国軍と RSF、さすがに国軍を支援してる人たちが多いんですけど、RSF を支援してる代表格がこのアラブ首長国連邦のシェイク・マンスールですね。はい。小説みたいな展開がリアルで起きている21世紀。そう、武器を密輸してるんですよ。で、アラブ首長国連邦としては当然否定してるので、そんな私はですね、RSF になんか関与してませんと、マンスール本人は言い張っているんですけど、嘘に決まってんだろうということをニューヨークポストは言ってますね。はい。冷戦時代にも代理戦争多かったですが、現代でも続いているという。いや、本当ね、第三次世界大戦ですよ。ちなみにウクライナは国軍側を支援してます。はい。もちろんアラブの副大統領です。はい。アラブっていうか、そのアラブ首長国連邦側の、偉い人ですね。王族なんで、真面目の石油王ですよね。いわゆる日本の人たちが大好きなアブダビ家の王子様なんですよ。で、その人が、現副大統領兼副首相をやっているんですけど、アラブ首長国連邦の。いや、そんな超大物が直接関与してんのっていう。いや、ドバイどうなってんのっていう話っすよね。はい。高層ビルはそういう虐殺で得た金でできてんのかと。はい。そう、アフリカの内戦はね、結局やっぱり資源をめぐった争いになりがちなんですよね。はい。資本主義と帝国主義の必然なんでしょうけどね。ドバイって e スポーツにも力を入れてた。そうなんだ。金が欲しいよと。ドバイの高層ビルも案の定血に染まっている。ドンキにドバイ行きたいとか言ってる連中っていう。ガーシーも言ってましたからね。はい。こんなことになってるとは、いや、私もほんと知ったときびっくりしましたよ。なんで、そのアラブ首長国連邦の関与については確かに知ってましたけど、パレスチナ関連で、知ってましたけど、なんでシェイク・マンスールとかマンチェスターシティの話になるのっていうですね、びっくりしたんですけどね、そういうことだったとは。ケイトさん、コンカラスです。お金いっぱいもらってるだろうから、マンチェスターシティも抗議できそうにないんですよね。未だに何も言ってないですからね。はい。外国紛争に関与するレベルっていうかレベルではなくて、国軍をちょっと訓練したりとかしてるみたいですよ。はい。金を掘り出すために農業などが犠牲になってるとかなんとかいうニュースを前に見ましたと。おそらくね、だから、今後もそうですけれども、資源を掘り出すためにいろんなものを犠牲にしてるはずなんですよ。その上、RSF にその金をですね、分取られて、アラブ首長国連邦に横流しされてるっていうですね、救いようのない構図ですよね。はい。そうですね。今後でも似たようなことが起きていると言われてますので、はい。で、これマンチェスターシティの、有名なファンアカウントなんですけど、私たち全員がマンチェスターシティのサッカーを称賛している一方で何か深刻な問題について意識を高めることが必要です。シティのチャンネルがスーダンに関するコメントで溢れていることに気づいたかもしれません。その理由を説明いたします。報告書ではクラブのオーナーであり UAE の高官であるシェイク・マンスールがかの国がスーダン紛争で果たしている役割と結びつけられており、そこでは民間人が苦しみ続けています。これはクラブが私たちの選手と直接関係はありませんが、オーナーとその政府の行動は非難されるべきです。私は普段政治について投稿しませんが、これは意識、透明性、道義的責任に関するもので、サッカーは善は象徴するべきです。Play for スーダン。
っていうことでですね、はい、これがかなりバズっていて、マンチェスターのファンの人たちもですね、今回の件を知ることになったと思います。まあ、こういうね、虐殺事件が起きないと私もすいません、今までちゃんとまとめられてなかったので、関心が高まらないのかなという気もするんですけど、で、まあ、マンチェスターシティはですね、公式にコメントを未だに出してません。出せよっていうか、関係を切れよっていう話っすよね。で、ただ2008年にね、もうアラブ首長国連邦のマンスール率いる投資グループに回収されてるんですよ。なのでもうここから離脱するのって多分難しいんじゃないかなという気はしますよね。20年近く経ってしまってるので、で、その間、まあ、アラブから手に入れたですね、金を使って、チームを強化してきたみたいなので、はい。まあちょっと関係を断つというのは容易ではないのかなと思いますけど、まあ、その知名度を生かしてですね、なんとかして、欧米中にこの話を伝えていただけないかなと思います。はい。アフリカは本当に昔からいろんな連中に加害されてて辛すぎるというですね、いや、未だに植民地の論理で動いてますからね。はい。そう、今後ではね、鉱物をめぐって争いが起きていて、まあ、我々の使ってる iPhone とかね、スマートフォンの IC チップの原料になるものが取られてたりするんですよ。で、それをめぐってね、イーロン・マスクも投資に関与していたというふうに言われておりまして、やっぱりそういう人たちが出てくるのかなという気がするんですけどね。N 国の立花がドバイで UAE の副大統領、そうなんですか？いや、でも、立花ごときが会える人物ではないですけどね。はい。マンチェスターシティの関係者であったっていうならわかりますけど。日本が工業化を推し進める過程で反比例して農業が少しずつ弱体化していったように、一つの国のリソースは限られているから、全部の産業にパワーを注ぐことは難しいが、他国の利益となれば話は別ですよね。冷戦時代に書かれたエリア88でも大国資源をめぐっての紛争で大国が介入している展開が書かれていましたが、未だに同じことが続いてますよね。私たちも知らないうちにその血に慣れた鉱物の恩恵に授かっているのかもしれないですよね。いや、だってドバイとかには関わらない、また関わってない人、まあイスラエルもそうですけども、私も含めていないと思うんですよね。何らかの形でやっぱり彼らの作ってるテクノロジーとかに関わってるじゃないですか。だから本当いい加減にしてほしいですよね。確かに独裁国家なんで、こういう王族の人をですね、直接逮捕したりするのはまず無理だと思うんですけど、ただ海外でやっぱりこういう悪いことさせないことはね、できるはずなので、なんとかするしかないんじゃないかなと思います。で、まあ、ただマンスールのような人がやっぱり強いというか、金鉱物案を狙ってるのはですね、やっぱり今ですね、金の価格が4年で2倍超に上昇してるそうなんですよ。で、こういうね、世界が不安定化すると、金本位制みたいな時代に今戻ってきてるんですよね。ドルも弱くなってるし、まあ円も超安くなっているので、それに対してまあ比較的にユーロなどは優位なわけですけど、ドル支配が揺らぐ中、各国は金を本来の通貨として再評価し始めたと。世界の金融秩序が転換する歴史的な兆しかもしれないし、円の値段はですね、さらに上がり続けているみたいなんで、こうなるとね、戦争を起こせば起こすほどね、金をゲットできる立場の人間が得をするという、まさに負のスパイラルに陥ってしまうので、この動きをなんとか止めないといけないよなと思います。そうですね。未だにやっぱり本当に王族が牛耳ってるっていうですね。日本の人は石油王みたいなこと言って喜びますけどね、そんなね、可愛らしいものじゃないですからね。独裁者ですからね。はい。サウジアラビアもそうだけど。ハイチ共和国は逆に世界から関心を持たれなさすぎて地元のギャングが力で支配していますと。そうですね。ハイチもずっとそうですもんね。世界はグローバル化しているせいで互いにどこかしらでつながりが築かれている。そうですね。シティはね、オアシスのギャラガー兄弟も熱心なサポーターみたいですね。ギャラガーなんか言えよ、二人とも。本当に。このこと知らなかったのかという気がしますよね、本当に。村上さん、からです。来ていただいてありがとうございます。ユナイテッドの没落からいつの間にか金に物を言わせてプレミアの名手になってしまった。そうなんだ。だったら余計離れられないっすよね。いや。
いや、でも本当イギリスはこれ大問題にしなきゃダメだと思いますよ。はい。虐殺に加担してるに等しいで、どう見てもで虐殺に加担してるので、マンチェスターシティの活動自体が、虐殺の資金源になっちゃってるわけですよね、事実上。だからですね、それで資金洗浄をやっぱり止めなきゃいけないと思います。はい。なので、皆さんもですね、私も今まですいません、ちゃんとまとめられてなかったですけれども、ぜひともパレスチナに並んでスーダンや今後の状況にも関心を持っていただければと思います。そしてですね、この状況下で、まずアメリカはどう動いているのかということなんですが、はい。ナイジェリアに攻撃警告、トランプ氏援助停止。ナイジェリア？いや、これマジでこのニュース飛び込んできた時に、トランプ国を間違えたのかなって思ったんですよね。スーダンに対して警告をしたのかなというふうに思ったんですけど、ナイジェリアっていう笑い事じゃないんだけど、すみません。キリスト教徒の殺害を容認し続けるなら全ての援助と支援を停止するなどと言っているんですけど、キリスト教徒の殺害っていうですね、まあナイジェリアでもただテロ事件がいろいろ起きておりまして、カトリック教会虐殺事件の容疑者にイスラム国関連組織の可能性、この記事はですね3年前のものなんですけど、イスラム国の残党が未だにかの国では動いていると言われておりまして、カトリック教会を襲撃したりしてですね、数十名が死亡するという事件が2022年にも起きています。ですので、トランプはそういうのを念頭にしてですね、宗教弾圧をしているとか、キリスト教徒が迫害されている国として、ナイジェリアを指定し、イスラム過激派にその原因があるというような、ことを言っているそうなんですけど、ナイジェリアって人口の 50% がイスラム教徒で、キリスト教徒 45% なんですよね。いや、確かに争いはあるし、キリスト教徒がどっちかというと弱いんだろうけどさ、50対45ってかね、なんか圧倒的マジョリティとはでは言えないですよね。はい。だし別にナイジェリアの事情はすみません。詳しくはこの記事ぐらいしかちょっと私知らなかったんであれなんですけど、スーダン紛争と同様にね、宗教以外にも複雑な理由が絡んでるじゃないですか。確かにこれもイスラム教徒と非イスラム教徒の、争いという面はありますけれども、そういう問題じゃねえだろっていう話ですよね。はい。なので、完全にトンチンカンな対応をアメリカはしておりますし、スーダンに対しては何もしてくれてません。はい。ナイジェリアいや、ナイジェリアってわかりますよ。思いますよね。なんでっていう。何言ってんのこの人っていうですね。はい。しかも曖昧な理由で解決するとは、武器の在庫セールをやりたいんじゃないですか。さすがにイスラムの方が当選したら、ニューヨークに軍隊を送るとか言ってますからね。はい。アフリカの国々は恥ずかしながらほとんど知識がないからびっくりしますよね。いや、いきなりナイジェリアのこと言い出したの本当なんでなのかよくわかんないんですよね。確かにそういった事件はあるのときっかけなんでしょうけど、で、他にもですね、先ほど武器のセールという話がコメントありましたけど、メキシコに派兵を計画している麻薬カルテル対策で、いや、ベネズエラに飽き足らず、今度はメキシコに送るのかよっていう話なんですが、ベネズエラに対して不当な諜報機的攻撃をしていると言われるトランプなんですけど、隣国メキシコにも軍と情報機関を派遣し、麻薬カルテルの撲滅を狙う軍事作戦の計画を立てていると。いやー、もう。だってメキシコって今、だから女性大統領に代わってですね、だからリベラルな方策で、なんとか治安維持をですね、強化していこうということを言っている国なわけですよ。で、割と反米なんですけど、その国に対して、いきなりなんか、CIA も参加して、米軍の特殊部隊を送るみたいなことを言い出しているんですけど、なんなんだこいつっていう。だから本当戦争屋ですよね。平和のトランプって何だったんでしょうね。メキシコのシェインバイム大統領はトランプ大統領から麻薬カルテル対策として米兵派遣を提案されたが、領土と主権は不可侵であるとして即時拒否したことを、明らかにしているという当然の対応だと思います。はい。意味がわからないですよね。メキシコにも内戦を起こすつもりなのかと。
いや、ほんとトランプどうかしてますね。どんどんその本性というか、まあ軍事ファシストみたいなことばっかり言うようになってきているので、はい。ニューヨークの市長選で気に入らない候補が当選したら周辺を派遣するとか、本当意味わからないですからね。まあ、豆谷さんの話最後しますけど、いや、これをノーベル平和賞に推薦したらどこの国の首相なんでしょうね。はい。あ、バレンタインさん、そうか、ナイジェリアルーツの人か。さっきの話知ってるのかな。はい。そして、米政権は中大型トラックに対する 25% の追加関税を発動したそうでございます。日本の税率は 50% ということで、おめでとうございます。はい。先ほどのね、高市さんとの蜜月というのは何だったんでしょうね。いやー、もう嫌になる、こういう、この身勝手大国に振り回されるのですね。いやー、グレタ・トゥンベリさんがノーベル平和賞をもらうっていう話がね、全く盛り上がらないのにトランプに平和賞をあげようみたいなことが真剣に議論されてること自体がおかしいですよね。いやー、返すもね、まあトランプ本人はともかく、トランプ本人が私もノーベル賞が欲しいみたいな妄言を吐くのはともかくとして、周囲が推薦するっていうのは本当ありえない行為だと思いますよ。何やってるか分かってます、この人がっていう。で、まあ、トランプ様は、じゃあ、内政的にはですね、何をやってらっしゃるかっていうと、まあ、先ほどのね、ニューヨークに関する脅しもあったんですけど、はい、グレート・ギャッツビーを再現しているそうです。トランプの指定であるマール・ア・ラゴでは昨夜、グレート・ギャッツビーをテーマにした、パーティーが開かれた競争の20年代を再現とするとはなんと皮肉であろうか。国が飢えている最中に1929年の大恐慌前夜のようである。歴史は繰り返すのであろうかと。まあこういう感じのですね、豪華絢爛なパーティーを開いていたそうです。いやー、こんなわかりやすい悪人おるっていう感じで、まあ先ほどのシェイクマンスールもそうなんですけども、漫画に出てくる悪役よりひどいですよね。すべての右翼政権は同じである。愚かな大衆に伝統的価値観を解きながら自分たちは享楽にふけっているといつもこうなってしまうということで、まあ、マール・ア・ラーゴではですね、こんな感じで夜通しパーティーが開かれていたそうでございます。はい。ひどすぎる。っていうか、アメリカの人たち今政府閉鎖で苦しんでるのに何とも思ってないんですね、本当に。いやー、トランプに投票した人たちはさすがにこれは予想できなかったと思いますよ。マール・ア・ラーゴでギャッツビーやりだすと思わないじゃないですか。それは誰も思わないよ。いやー、高市さんはね、本当ね、こういう人間を平和賞に推薦してしまったことをね、考え直してほしいですよね。はい。ブラックユーマー SF でもだいぶ偉大レベルですよね。ローマ帝国数帽子の1ページを読んでいるような気持ち。本当に周兵派遣したらトランプは終了です。いや、本当に終了してほしいわ。はい。スーパーマンのレックス・ルーサーですか。でもなんでこんな下品なんですかね、本当に。品性のかけらもないし、まあなんかその戦前のパーティーをやっぱりその再現しちゃうっていうのがちょっと大日本帝国が大好きな人たちっぽいですよね。戦後のやっぱりリベラルなアメリカは嫌なんでしょうね。いや、1940年とか50年代だったらアメリカ相当保守的だったからこういう感じの女性たちも多かったと思うんですけど、まあトランプ様的には嫌なのかもしれないですね。はい。民主主義が本当に崩壊しつつありますよね。本当は王侯貴族みたいな振る舞いですからね。市民権を想起します。マール・ア・ラーゴって映画の屋敷みたいですね。だから当時のなんか風刺映画とかね、作品が、まあチャップリンの独裁者が結構バズってましたけど、あれ名作なので皆さん見てなかったら見てください。まあ本当黄金鏡時代とかね、チャップリン映画の世界に近づいてますよね。市民権はチャップリンじゃないけど。そしてですね、ちょっと最後に、イスラエルとパレスチナの話を触れておこうと思いますが、今日の速報で入ってきたんですけど、イスラエル軍の元ホームトップが逮捕されました。彼女はただですね、虐殺に加担した罪で、まあ、裁かれたわけではございません。パレスチナ人拘束者の虐待映像の流出をめぐってイスラエルに逮捕されました。RDF の、イファト・トメル・イエルシャルミ元少将なんですけど、両親の呵責があったらしいですね。
でイスラエルで軍兵士らが基地で拘束しているパレスチナ人を激しく虐待している場面とされる映像が今年夏に流出し大きな政治問題となっていた。この流出をめぐり、犯人と名指されたこの、イエルシャルミさんが、3日に逮捕されました。で一時はなんか行方不明になったとか殺されたとかでいろんなわけのわからない情報が飛び交っていたんですけれども、テルアビブの警察が捜査した結果、健在でいたということで今は警察に、拘束されているそうです。でこの内容あまりにひどいのでちょっと読みませんけど、パレスチナの人たちに対するですね深刻な虐待の様子が描かれてます。で右翼の人たちは、映像の流出がなんか軍に対する誹謗中傷だとか偽情報だとかまたわけのわからないことを言ってるんですけど、 IDF の少将が自分で両親の呵責から流した映像が偽情報のわけねえだろって何を言っているんだっていう。国防省はですから誹謗中傷だ誹謗中傷だ誹謗中傷だみたいなことを言ってこのイエル・シャルミンさんを逮捕した上、その反イスラエル行為であるということで、絶対軍には戻さないみたいなことを言っているそうなんですけれども、彼女自身は軍の法務当局に対する誤ったプロパガンダに対抗するため資料をメディアに流すことを私自身が承認したということで、自分がやりましたということを認めているそうです。はい。ようやくですけど、IDF も崩壊が始まったのかなという感じはしますね。やっぱりその停戦を守ってないじゃないですか。でやっぱりこれだけひどいことして、停戦も守らないみたいな状態でいつになったら戦争が終わるのかっていう風に考えてる人も IDF の内部にも結構多いと思うので、それはね彼らだって進んで虐殺とかやりたくないと思ってる人たちだっているでしょうからね。IDF がバラバラになればいいんじゃないかなと私は思います。はい。ツッキーさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。基本的にお金持ちや王族の贅沢って時代を経るごとに上品されてお上品になる傾向があるんだけど、トランプは逆転してますからね。時代を逆戻りしてますからね。大統領のように働き王様のように遊ぶっていう CM のコピーがあったけどどこもネット右翼みたいな人は本当にいてますよね。はい。ローマ帝国に失礼。いや、愛国者だと思いますよ。IDF にもまだこんな方いたんだなというですね、また女性なのがちょっとやっぱ皮肉を感じますよね。いや、我慢できなかったんだろうなと思います。はい。で、11月2日に日本60カ所ぐらいでパレスチナ映画祭が行われましたね。はい。多数の場所で上映されたのは世界でもトップだったらしい。おー、それは素晴らしい。だからね、明日も、そうだ、早尾貴成さんのイベントありますので、よかったら皆さんチェックしといてください。だから日本って、だから全然デモ化とか正直あんまり盛り上がってなくて、他の国に比べの数十万人とかのデモに比べると、日本のねデモって数少ないじゃないですか。ただね、そういった中でもね、そうやって地道に活動している方々がたくさんいるっていうのはね、勇気づけられますよね。はい。まともな人からパージされる。そう、結局ね、だからまともな人からパージしてったらね、軍隊が壊れる方が先だと私は思いますけどね。はい。もともと統制がもう取れてないということは言われてましたけども。そうですね、反原発デモの時はね、盛り上がってたみたいですけどね、それが徐々に減り、なんか、そういう排外主義デモとかになってしまったのが、非常に残念感がありますよね。そして最後にですね、ハマスのコメントなんですが、新たにハマスがコメント出しました。何かあったんですかという、何かあったんですかも何もずっと虐殺が続いているので、ずっとアメリカはもちろん批判しているハマスなんですけど、援助トラックの略奪疑惑に対する対応をしたと。ハマスは米中央軍が主張する援助トラックの略奪、我々が援助トラックを略奪してるだろうみたいなことを言われてたんですけど、これは虚偽の非難であり強く非難すると。これらの根拠のない主張はすでに限定的な人道支援をさらに削減することを正当化し、ガザ地区における市民の包囲と飢餓を終わらせる国際社会の失敗を隠蔽することを目的としている。
ガザの警察及び治安当局は人道支援の安全を確保し、支援が必要な人々に届くことを保障する任務を遂行する中で、1000人以上の殉教者と数百人の負傷者を犠牲にしてきた。混乱の略奪の光景は占領軍の撤退直後に即座に終わり、占領軍は、これらのギャングを支援し、その存在に伴う混乱を管理した唯一の当事者であることを確認している。占領軍っていうのは当然さっきのですね、IDF のことです。はい。要するにハマスが援助支援を邪魔したみたいだろっては、それこそ誹謗中傷なんですよね。ハマスが今活動を結構活発化してて、停戦をしたのでですね、少し落ち着いたみたいなんですよ。で、彼らが治安維持に乗り出した途端ですね、犯罪率が 80% から 5% ぐらいまで減ったっていうような報告が出ていまして、これはもちろんハマスの一方的な発表ですけれども、そんなに間違ったことは言ってないと思います。だから人道支援トラックを守ってたのは我々であって、お前らが何もしないから我々がやってるんだというですね。だから事実上警察の代わりをやってるわけですよね。はい。だからハマスをテロリストっていうのは簡単なんですけど、簡単だし、そうやって軍事組織ではあるのことは間違いないんですけれども、ガザではね、治安当局の役割も果たしてるっていうことを忘れてはいけないですし、IDF がですね、法秩序を満たしてこういうことをやってる裏で、ハマスが治安を維持してるっていうことを、我々はよく考えなきゃいけないんじゃないかなと、個人的には思いますね。はい。そうですね。国会包囲の時はすごい数いましたもんね。はい。日本では公共の概念が欠落している人をよく言いますということでですね、なんかね、今回も排外主義のデモの様子が動画で流れてて、私の撮影したやつではないんですけど、なんかね、公共の概念をやっぱりよく分かってなくて、日本を巨大な家みたいに捉えて、だから外国の人を養ってる余裕がないみたいなことを力説してる人がいたんですけど、いや、そういう問題じゃないからっていう。その公共ってそういうものじゃないですからね。だからハマスであろうと治安維持組織は治安維持組織なんだから、一方的にですね、追い出せばいいというものではないんですよ。はい。いや、日本というか欧米のメディア全般そうですよね。未だにテロ組織って言ってますからね。はい。いや、本当にこういうハマスの側面からこそ、日本のメディアをもっと報道してほしいですよね。はい。やっぱりだいぶ見方が変わるんじゃないかと思います。別に、だから彼らの正義を信じろと私は言ってるんじゃなくて、実際彼らがいなかったら、ガザの治安がとんでもないことになるでしょっていうことを、言いたいんですよね。だって IDF は法を犯してるわけですから、彼ら、治安を守る気ないわけでしょ。こんな虐待行為とかね、虐待行為とか平然とやってるわけですから、むしろ治安を乱してる側なわけですよね。はい。だからパレスチナの人たちを守るためには、どれがベターな選択なのかっていうことを考えなきゃいけないよなと思います。はい。ということでですね、海外の事情通談と、パレスチナ、アメリカの話でございました。NF104 さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ちょっと水飲ませてください。はい、失礼しました。福祉を受ける恥みたいな発想がそうですね。根底にあるのが、日本がね、巨大な家みたいな、発想を生むのかなと思いますね。はい。日本のジャーナリストでも未だにハマス叩きしてる人いますからね。やめてくださいよって思いますよね。いや、あなた2年間何見てたのっていう。だから別にその新ハマスじゃない人でも当然それはね立場の一つとして別にいいと思うんですけど、ちゃんと調べてる人はそういう安易なこと言わないですからね。はい。ね、大きなやっぱり家父長のね、家父長性的な世界観なんでしょうね。はい。ということで家父長の権下たる、我々が、大好きな高市さんがですね内閣を指揮しているわけでございますが、ということでですね、高市内閣と軍拡の話をちょっとしていこうと思います。ちょっと動画が流れますのでご注意ください。高市内閣を支持できるという人は
先月の石破内閣の支持率と比較して 38.3 ポイント上昇し 82.0% でした。一方、支持できないという人は 14.3% でした。政権発足直後の支持率としては2001年以降の政権で小泉内閣に次ぐ2番目に高い数字です。次に、自民党と日本維新の会が連立政権を樹立したことについて、評価するは 52%、評価しないは 29% でした。自民と維新は今の国会で衆議院議員定数の1割を目標に削減する法案の成立を目指すことで合意しましたが、年内に法案を成立させるべきは 48%、年内に成立させる必要はないは 35% でした。はい。まあ調査対象にね、そうですね、偏りがあるんじゃないかという指摘もあるんですけど、発足した高市内閣の支持率が 82% であることが最新の世論調査で判明いたしました。高市内閣を支持できるという人は先月の石破内閣の支持率と比較して38ポイント上昇し 82% まで上がったと。小泉政権に次ぐ数字であるということで、まあ高市支持者の人たちが、歓喜しております。我々が正しかったというですね、いや、そんなことないだろって思うんですけど、それは後で説明しますが、で、まあ、議員定数削減とかにも一定のね、支持があるところもショッキングなんですけれども、防衛費2年前倒しを支持するも 56% 支持で、支持しない 33%。いや、高くないっていう。で、労働時間の上限規制緩和、私のタイムラインでは非難合々であったですね、ワークライフバランス崩壊するみたいな話もですね、賛成 64%、反対が 24%、本当かよっていう感じの結果なんですけれども、まあ、その根拠としてはアメリカのトランプ大統領との会談を 83% が評価しており、それに合わせてですね、高市内閣の支持率は上昇しているというのは事実、残念ながら事実のようです。はい。いやー、ひどい。これの支持率 80% 以上っていうですね、ちょっと絶句する結果になってしまってますけれども、野球大五年さんこんばんは。さすがにもう末かというですね。いやー、とんでもないですよね。ここまで高市支持されているのかよというですね。はい。さすがに 82% は驚きますよね。はい。みんな政治的な傾向や思想を考えないのであろうかと。さすがにちょっと怖いわ。絶対不支持です。高市支持という人はちらほらいますので、それなりに支持はされているのでは。そうですね。まあ残念ながらやっぱり支持されてるんだと思います。7割以上の国民には支持されちゃってるのかなというふうに思いますよね。結局選挙まで民意はそう見えてこないのはなぁと。定数削減も 52% でしたね。はい。防衛費増額のために増税が賛成が反対か聞いたらどうなるんでしょう。さすがにそれはなんか賛成減りそうですけどね。はい。アミリアさん、コンカラスです。共同通信では 65% って聞いたんですけどね。だから私もそれぐらいだと思ってたんですよね。だから思ったよりも高いって嘘でしょっていうですね。ちょっとびっくりする結果だったんですけど。はい。日本の貧困と格差が増えたのは新自由主義の影響などにまず未だに小さな政府を目指す思考が支持されてしまうのか。まあ感情でやっぱり判断してるのかなと思いますけど、そう、でも高市さんってね、自民党だと思われてないっぽいんですよ。各党支持率に注目してほしいんですけど、これ最後にね、ちらっと JNN はなんかしれっと載せてるんですけど、自民党の支持率 1% しか上がってなくて 28.9% なんですよ。いや、低すぎでしょってここまで内閣の支持率と自民党の支持率に乖離があったことってあるんですかね。ちょっと私はよく知らないんですけれども、ちょっと離れすぎですよね。
はい。で、まあ、立憲民主党も大きく下げてるわけではないし、維新も爆増しているわけではない。逆に国民民主党がですね、還元して 4.0 ポイント下がってですね、3.6% まで下がってます。そして、参政党、保守党などもですね、軒並み下落しておりまして、参政党 4.7%、保守党 0.6% となっておりますので、まあ、おそらくですね、参政党や保守党とか、国民民主党やむを得ず支持してた、人たちは、高市さんになったので自民党帰りをしたのではないかと思うんですけど、だからといってですね、自民党支持だというふうに言っているわけではないというところが、まあ、ポイントなのかなと思います。ちなみに共産党さんは大きく上がってます。はい。やっぱりあくまでも高市早苗さんの個人人気であって、自民党人気じゃないんですよね。だから裏金議員とか、その関係者の皆さんが別に小野田きびさんとかがすごい人気があるというわけでは決してないということですね。はい。自民党の選挙自体は公明離れた分普通に負けそうですからね。そうですね。まあ公明党さんの支持が離れたっていうのもありますよね。ちなみに公明党さん 3.2% しかないですが、1.2% 上昇してます。はい。もちろんね、高市さんが自民党じゃないと思ってるわけではないと思いますよ。思ってるわけじゃないんだけど、その組織としての自民党はあくまでも支持してないって人が多いんじゃないかと思いますね。はい。そう、高市さんは高市さんで好きだけど、その自民党全体で支持できるかっていうと、微妙みたいな人が多いんじゃないかなと。だから支持としては参政党に未だに、参政党意外と下がってないんですよ。4.7% あるので、政党としては参政党支持だけど、高市支持ですみたいなですね、はい、人もいるんじゃないかなと思います。そう、高市になったからね、国民民主党は完全に用済みになったと思われますよね。総裁が遠いんじゃないと言われたら信じる人も結構いそう。高市支持って参政党で入ってきたような初心者が支持しているような気。私もそう思います。はい。だからメディア人気ですからね。はい。で、まあなんで高市さん個人がそんなに人気があるのかというと、まあアイドル売りをしているからじゃないかと私は思います。早苗流ファッション使い分け、トランプ氏と会う日は途中衣替え、高市早苗首相は自らカバンを持ちペンでメモを取る姿が目立つなど歴代首相と異なる様子が SNS で話題になっています。はい。これ、先日のね、同時視聴の回でも、ちょっとフジテレビの話しましたけど、サナ活とか言っているフジテレビではございません。日経新聞です。日経新聞。日経新聞がこれ載せんのかよっていう、ベージュ、白系、黒系、青というですね、はい。ちゃんとイ・ジェミョンにも合わせましたよ、みたいなことも言ってたり、濃い色のパンツスーツで力強さを表現みたいなですね。いやー、女性首相になった途端にこんなこと言い出すと差別でしょって思うしますし、なんかその高市さん自身をタレント売りしたいっていう、なんか意図が見え見えですよね。首相の人気で全てを何とかしようという、力強い意図が伺えます。はい。相葉修さん、こんからずです。来ていただいてありがとうございます。そう、初の女性市長にね、ミーハーな雰囲気で乗っかってるだけにしか見えないんですよね。はい。そうですね。まあ、ただね、自民党の支持率がいくら低いからといって、高市さんのこういう個人のやっぱ魅力で投票しちゃう人っていうのは、今解散したら結構多いと思うので、まあ、自民党がね、やったっつって、棚からボタン持ちだと言って、いろんな裏金議員とかが復活する可能性もなくはないです。はい。いや、日経ほんとやばいですね。なんか、熊に対して9条がどうとか言ってるね、わけわからん記事もあったんですけど、なんだこいつらっていうですね。はい。大丈夫かと思います。いや、ほんとね、持ち上げ方が露骨ですよね。はい。政治家の服装なんて今まで誰も気にしてなかったでしょって思うんですけど、熊退治できないから憲法変えなきゃみたいなこと言ってましたからね。はい。何言ってんだこいつっていう。パンツスーツで力強さ表現とか意味がわからないんですけどね、意味わかんないっすよね。だから端的に何言ってるのか全くわからないし、はい。ですね。そう。だから政治家じゃないんですよ。アイドル扱いなんですよね。まあアイドル扱いしてるっていうのはこういう週刊誌とかの記事を見てもわかるんですけど、
なんか、何話のおばちゃんとか言って、それはさすがに失礼だろって思うんですが、ドナルド・トランプ大統領の愛称をユーモアスに表現した SNS の投稿が大バズしています。ネットユーザーの共感を呼んでいます。高市の出身である関西的な気質が国際的な外交に、人間味を持ち込んでおります。トランプ氏を大阪弁を話したら面白いですよね。大阪人とニューヨークのノリが合うんです。トランプは東大阪市という感じです。ユーモアのセンスに親近感が抱けます。みたいなことを、延々と書かれておりまして、で、なんかチリのボリッチ大統領に、高市さんが、肩にテーマはしたんですよね。で、にこやかに微笑み合う様子を、ボリッチ大統領自身が動画で投稿しているんですけれども、これがね、傍から見たらセクハラではないかという、指摘が結構日本のユーザーからは多かったのですが、ボリッチさん自身はですね、気を使っているのか、特に何とも思ってないのか、普通に高市首相が日本史上初の女性首相となったことで、素晴らしいみたいなことを、おっしゃっておりました。はい。この親密すぎるジェスチャーはレッドで距離が親しみやすいと爆笑コメントが飛び交いました。どこが笑えるのかわからないし、結構戦慄してる人が多かったんですけど、本当にいきなり肩に手を回してるんで、はい。ということでですね。だから本当にテレビタレント扱いですよね。なんかテレビタレントとして人気があるっていうけど、別に首相としてのその外交手腕とかは、なんか親しげだからいい感じなんじゃないぐらいのレベルだっていうことですよね。評価としては。いやでも日経がね、やっぱり財界の代弁でこういうこと言ってんだとしたらちょっと雰囲気的にやばいなという気もしますよね。なんか高市さんをやっぱ推してる財界の人たちが多いのかと。はい。女性政治家はいつまでも服装や髪型を言いられるって絶対に褒められる状況ではないと思うんですけどっていうね。いやだから本当ね、だから石破にから高市さんに変わった途端に服装のこと言われるのって普通に差別でしょって思いますけどね。はい。菅政権はそうですね。パンケーキがどうとか言ってましたよね。はい。日経は女性に対する目線ひどいですって。そうですね。なんか昔からこういう記事結構ありますよね。はい。奈良の女性なのに何合わないだろうっていうね。だから大阪出身者じゃないですからね。なんで何話なんでしょうね。初の女性首相をどう扱っていいのかわからないっていう。そうなのかな。なんか彼らの古臭いジェンダー感でいろいろ言ってるとこういう感じになってるんですかね。はい。ネットユーザーじゃなくて目の前の国民のことをどうにかしてほしい。防衛費の財源は法人税増税とか言ってるから逆に人気でしょう。どうなんでしょうね。法人税増税で分からってくれるのかなそれだったらそこまで。いや、軍事費増税にはもちろん反対ですけど、はい。松下政経塾の人間だから庶民の味方ではありません。どこからどう見てもハラスメントですよね。はい。名古屋で保守党の演説に北村弁護士が来ただけでそれなりに人来てました。ミーハー人気はすごいですね。最近うんざりしてヤフーニュース飲まないようにしてますが、タイトルだけでもスポーツ紙や週刊誌の高市さんの上げすごいですよね。それに対して高市人気に疑問を呈した人へのバッシングもひどいし、そういう記事はコメントランキングの上位に来てると。そう。だからね、今コメントでも指摘してましたけれどもね、アクセスランキングとかでもですね、これ1位なんですよ。で、他にもね、ちょっとここには出てないけど、高市さんの政治関係の記事が下にも出てるな。高市早苗首相、驚異のコミュ力映像が拡散、APEC 会議で李石大統領に手を回す。古市憲寿、上々の外交デビューの高市首相称賛。高市さんはマナーがちゃんとしている SNS で好意的な声。大統領から高市首相へギフトが贈られましたみたいなですねなんか次から次へとこういう記事が量産されてるんですよね。今だ高市人気に乗るんだというですね、はいそういうちょっと浅ましい意図しか伺えないですけれども、いやーほんとやめてほしいですね。だからなんか高市さんがこういう売り方をするとはちょっと私もあんまり思ってなかったので、意外といえば意外なんですけど、極的なカラーは封印してポピュリズム全開で来てる感じがちょっと怖いなと思います。はい。いや、ほんとね、ポピュリズムそのものですよね。はい。親しくない男性も結構ボディタッチするといや、いつか事故を起こしますよね。そんなことしてたら大丈夫なのかな、本当に。はい。共産党はミーハー向けとかでも結構メディアを頑張ってるからヘズマリーをさっさと訴えてほしいですね。はい。ワラーがちゃんとしてる人間は他人の体に断りなく触らないでしょうね
はい。まあなんかね、そういう御用文化人みたいな人、あと、志らくさんとかもそうじゃないですか。なんか、高市さんを決死擁護してるんですけど、今までだと結構、なんでしょうね、高市さんとか保守派勢力、いわゆる自民党安倍派みたいな人を、擁護すると結構非難を浴びてましたから、まあ今はね、この世の春みたいな感じになってるのかもしれないですね。はい。この間、ヘズマ流に乗っかってたようなやつ。名古屋でも鶴見さんが、そうですね、鶴見健太さん言ってましたね。お前ら有名人見に来てるだけだろっていうですね。はい。まあ、所詮タレント人気といえばタレント人気なんですけど、やっぱりタレント人気を舐めてはいけないし、高市さんの人気の一点突破でですね、自民党は解散総選挙に踏み切るかもしれないので、本当に油断ならないし、恐ろしい状況になってしまったなと思います。はい。で、まあ、それに乗っかっている人たちがいるんですが、社会保険改革、開業医より病院支援に G 連立、医師会は厳しい公僕並ぶということで、日経新聞がですね、日本医師会から言われて多少正気を取り戻したのか、医師会はですね、日本医師会はちょっと厳しいっていうようなことを言ってるというコメントを載せていたんですけど、日本は開業医小さなクリニックがとりわけ都市部を中心に多く、本来なら大病院に集中すべきリソースが失われています。これも大胆にメスを入れるべき医療制度改革の本丸の一つです。当然医師会は強く反発してくるが、それを突破するのが維新に期待されている役割と言えるでしょうっていう。音喜多駿さんって維新辞めてなかったんだって感じがするんですけど、はい。まあ、元政調会長で、元参議院議員で、今は落選議員をやってらっしゃる、落選議員って言っていいのかなはい。音喜多さんがなんか久しぶりにバズっていたんですけど、はい。クリニックが担うスクリーニング機能を完全に無視なさっていますね。開業医を大病院に集中させるということは、患者も大病院に集中するということなので、通常の診察でも1週間待ちが普通の世界になりますよ。高度な治療を必要とする人に見分けて大病院に送るのがクリニックの役割でしょうとですね。その通りすぎるな。だからなんかこのどさくさに紛れて医療制度を削ろうとか OTC 治療薬をなくせみたいなこと言うの本当やめてほしいですね。大迷惑にも程があるでしょう。はい。高市と赤旗にジャックされる秋の国会。そうです。志らくさんは落語家ですね。いや、音喜多さん最悪ですよね。本当に。医師は病院も切ってきただろうと。誰もしてない期待の声を聞くのやめてほしいわ。維新は自分の身を切ってから言えよ。大阪の医療がどうなってるか見てみるべきじゃないですかね。コロナウイルスでの死者が一番多かったの大阪ですからね。はい。いや、ほんと何のこと言ってるんですかね。志らくさんは公明党の連立離脱の時に公明党が中国大使館に行ったことが関係あるのかって田崎史郎に尋ねましたね。地上波でネット用の電話を口にしてました。そんなこと言ってたんだ。本当に町医者がいなくなったらみんな困るでしょうと。ということでですね、これもちょっとバズっていたので取り上げるんですけど、幼少期からのアトピーが治らず悩み続けた母が宗教に逃げた結果の医療ネグレクトのおかげで高校時代に手のひらと足の裏以外に皮膚がほぼないという時期を1年半過ごしたことがある。今思い出してもあれほどの地獄はなかった。制服も私服も体に張り付き固まり剥がすと激痛と出血、その後の気の狂うような痛みがあった。寝るときはかきむしらないように両手の親指を後ろ手に縛りつつうつ伏せに寝ていた。顔面はかさぶさでガチガチで物を食うと口を塞げば、唇の両端が裂ける。っていうですね、非常に凄惨な体験を綴ってらっしゃるんですけど、ステロイド薬の投与でですね、この方、体が治ったということを言っておりまして、そのこと自体はね、とても良かったと思うんですが、だからなんか維新は軽く考えてるけど、アトピー性皮膚炎とか治療しなかったら最終的にそうなるわけですからね。だからアトピー治療に必要な薬を保険適用にしないとかって論外の話だと思うんですが、はい。維新をね、このまま放っておいたら本気でやりかねないので、皆さんもよかったら署名してください。はい。いや、ほんとね、維新の人たちはなんでこういう人たちを苦しめたがるんですかね。わけがわからないですね、私には。だからなんか知らないけど多少削れたところでですね、そんな大きな財政的効果っておそらく見込めないわけじゃないですか。だからやっぱり陰にはその病気の人とかを蔑む優生思想があるんじゃないかというふうに疑っちゃいますよね。そんな効果のない政策を積極的に推進する意味がわからないですからね。はい。
実際開業医の人たちはね、やっぱり今苦しい状況みたいなので、やっぱり医療支援が必要だと思いますよね。財政的な支援がですよ。はい。本当ね、医療インフラを軽く見てる人が政治家やってほしくないですよね。正直言って。で、税金還流疑惑の維新藤田氏ということで、新聞赤旗のスクープを続けて取り上げますが、これいろんな人が取り上げてるので、あんまり詳しく言いませんけど、赤旗記者の名刺をネットで公表したそうでございます。はい。新聞赤旗を見てる人なら記報だと思いますが、日曜版のですね、報道で、日本維新の会の藤田文武共同代表が、10月30日未明、インターネット上に、取材を担当した日曜版記者の名刺画像を公表したことについて、与党幹部による記者への圧力、言論弾圧という批判の声が上がっています。赤旗日曜版は藤田氏側が自身の公設第一秘書の会社に政党助成金など約2000万円の公金を支出し、その会社が公設秘書に年に720万円の報酬を出していたというとんでもねえ、疑惑をスクープしたんですね。これ確かに裏金とは違う、いわゆる裏金とは違うから、厳密にはギリギリ法律違反ではないのかなという気はするんですけれども、明らかにこれマネロンでしょという、話ですよね。自分のだから政党受け取って自分の党が受け取ってる政党助成金で、公設第一秘書のやってる、おそらくこれもペーパーカンパニーだと言われてるんですけど、ペーパーカンパニーにですね、2000万円の公金を、支出して、そこから下請けの人たちにポスターとかを発注してたんですけど、その会社がですね、公設秘書さんに720万円のお金を出していたということで、それはね、要は税金から直接抜いてるよねっていう話ですよね。藤田さんは、2日自分の YouTube で適法だとしながらも、そもそも秘書が代表を務めている会社に発注している構図自体が誤解を招くという懸念も多かったということで、真摯に受け止めたいなどと言っております。はい。で、今後発注しないみたいなこと言ってるんだけど、発注しなきゃいいっていう問題じゃないだろう。あなたが辞任しなさいよという話だし、辞任しない限りこの問題続くんじゃないかと思います。で、辞任しない代わりにですね、10月29日に記事を配信した直後の30日未明、自分のツイッターに日曜版編集部への回答とともに日曜版記者の名刺画像を公開して、日曜版記者の名刺のですね、電話番号や、住所などにですね、メールアドレスなどに嫌がらせが殺到しているそうです。やってることが N 国なんですよね。自分に都合悪いことがあったら、ネットで晒して、支持者の人たちに攻撃させるという、驚きの手法を使ってますけれども、さすが会派組んでる人たちだなっていう。いやー、ほんと今すぐ辞任してほしいですね。はい。政治家もやめてほしいと思います。いや、ほんとね、病気の人はね、前世で悪いことしたとか、そういう、とんでもない思想を信じてるんじゃないかっていうふうに思いますよね。私もアトピー当事者なので気持ちわかりますということでですね、はい、皆さんもぜひ署名の方よろしくお願いします。マイノリティをバッシングしてマジョリティの支持を得るのが維新の手法ですよね。はい。いや、ほんと医療を根本的に誤解してますよね。医療インフラを削ろうとする動きには何が何でも抵抗しないといけないと思いますね。前代表の馬場氏の社会法人乗っ取りもですね、疑惑のままですね、放置されてますからね。だから叩けば埃が出るような人たちなんだから、こういう話いくらでもあるんでしょって言いたくなりますよね。はい。で、赤当たりスクープされるようなことしたのが悪いだろうと。立花の真似かよ。キックバックを受けてた可能性はあるから何とも言えませんっていう。ですね、誤解も何も身を切る改革って何のことなんでしょうか。与党になったのだから赤旗はどんどん維新のスキャンダル調査してほしいですね。はい。多分まだネタはあるんじゃないかと思いますよね。はい。藤田さんも馬場さんの飲み仲間です。それで伝統するやつもやつですけどね。それはね、藤田さんが自分でそういうこと言ったわけじゃなくて、要は、絶対やるなよやるなよみたいなことを言いながらですね、名刺をさっと出すっていう手法なわけですよね。はい。でもやってること同じなんですよね。
ということでですね、はい。でも他の疑惑もいろいろありまして、障害者関連なのでちょっと取り上げたいんですが、障害者就労支援の加算金再雇用を繰り返し20億円超過大請求、大阪市の事業所グループ内でということで、大阪市の福祉関連会社絆ホールディングスというところがですね、子会社などが運営する3つの就労継続支援 A 型事業所が障害者就労支援の加算金を2024年度以内に20億円以上過大に受け取った疑いがあるとして市が障害者総合支援法に基づく監査に入ったと、複数の関係者の取材で分かったそうです。絆ホールディングスは法令を遵守しているなどとしているが、市は不適切受給とみて返還請求を検討しているということで、はい、これは大阪のですねA 型事業所さんの話なんでございますけども、これどういうシステムかっていうと、障害者向けの就労事業所ってそこに行ってた人たちが、私もそうなんだけど、一般企業とかに就労すると加算金っていうのをもらえるんですよ。でそのシステムを悪用したんですね。自分とこで働かせると、あなたA 型を利用してたけど働かせてあげるよって言って絆ホールディングスなんで働かせてたんですけど、その人をですね首を切ってしまってまた自分のところにですね就労支援を受けさせると。でまた雇用する。でまた首を切る。でまた雇用するっていうことを繰り返してたようなんですね。はい、明らかに不正ですよね。国からお金を取るためにそういうことをやってたんだと思われます。利用者1人につき複数回の加算金を受け取っていたと。で21年23年頃からこうした手法で加算金を請求しており、寄付が膨大なことから、市は制度を所管する厚生労働省に怪しいと思って報告してバレたということですね。はい、とんでもねえこと考えると思いますし、障害当事者の人たちの人生めちゃくちゃにしてますよね。はい。定着支援加算金ですね。ということで、おたのぶかさん解説ありがとうございます。はい。そうですね。だからこういうシステムをね、悪用することって、だからできなくはないけど、普通するかっていう話っすよね。いや、日本の医療と保険制度こそね、数少ない本当に日本が誇れるシステムなんですけれどね、なんでこういう風に悪用するんでしょうね。はい。閣僚になれば予算委員会で詰められますね。はい。保険制度は真面目に誇っていいから残しましょうと。同じ法人系列により囲い込みは前々から問題視されていましたが、ここまでやるかだからね、ここまで徹底してやるかよっていう話なんですけど、なんでこのタイミングでこの話をしたかというと、はい、維新の梅村聡衆院議員が宣伝に書いてあることがありますよ。大丈夫ですか？なんかいろいろ既得権とつながってないですか？関係ないって言っても利用されてますよ。ということで、日本維新の会の梅村聡衆議院議員、梅村みずほじゃないですよ、が障害者福祉事業を手掛ける株式会社絆ホールディングスと来訪し、交友関係があったと、いう記事が絆ホールディングスからこれ出されてたんですけど、絆ホールディングスはなんか関連記事を全て消したらしくて、ネット上に今この記事現存しておりません。はい。だって消したらかえって怪しいじゃないですか。何も後ろ暗いところがなく、別に梅村さんだって別に大阪の企業を応援しに来ただけなんだから別に問題ないですよっていう感じだったら別に消さなくてもいいと思うんですけどネット上でですね、梅村さん何回か絆ホールディングスに行ってるみたいなんですけど、一切の、そういった記録が抹消されつつあります。はい。ということで、見つけた方はアーカイブしといてください。記事消しちゃったらもう黒やんっていうですね。いや、だから維新も思いっきり絡んでそうなんですよ。もちろんね、今疑惑段階なんで、これだけでね、何かつながりがあったんじゃないかみたいなこと言ったらおかしいですよ。実際維新の公開されてる、それこそパーティー券とかを買ったとかそういった記録は残ってないみたいなんで、今のところ疑惑レベルだけど、なんか赤畑さんこういう情報を知ってるんじゃないかなって思うんですよね。タイミング良すぎですよね。はい。いや、こういう搾取をなくすためにもそうですね、生活保護の底上げすべきですしね。そうですね、連立相手の代表の不祥事だから予算委員会でね、自民党を詰めるネタにはなりますよね。はい。
人の人生を何だと思ってるんでしょうね。はい。大阪のテレビ局は障害者福祉事業所について取材しててドキュメンタリー YouTube に上げてくれますので気になる人はぜひ見た。あ、そうですね。以前にもね、ちょっとラジオで紹介させていただいたことありますけど、テレビ局さんはね、そういう優れた仕事をしていますからね。はい。今だけ彼だけ自分だけ。あ、ゴリラウサギさんこんばんは。怪しい。いや、怪しすぎますよね。しかもこのタイミングで消すんだって何かあるって言ってるようなもんじゃないのっていう。まあ、ただあくまで疑惑レベルなんで、これでつながりがある、これだけでつながりがあるとか言ったら陰謀説ですけど、はい。そもそも障害者がステップアップした職場に定着できたら元事業所に加算金が下りるっていうのはおかしい。ああ、そうですね。まあそもそもそれがおかしいですよね。なんか、それって本来の目的じゃなくないっていうふうに思いますけどね。何が何でも就職させたいっていう国の意思はよくわかりますけど、別にそうじゃないよなっていう。生活保護の不正受給者なんて全体の極めて少ない例なのに、その中で叩かれるのは本当おかしいですよね。はい。で、あと、高市内閣で懸念されていることで、ちょっとこれ参考にしますけども、国立大学のですね、予算をさらに削るというか、予算をつけてくれないんじゃないかということも懸念されておりまして、少子化が進んだ2040年、国立大の学長 53% が今より国立大が減ると考えていることが朝日新聞と河合塾の共同調査で分かった。少子化や財務状況の悪化などから存続への危機感が国立大で広がっていると。まあ去年ね、東大、等がですね、学費を値上げしたりして非常に批判されたことを覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、そこまで、国立大学が追い詰められている背景には国からの助成金がですね、どんどん削られていることがあるわけですね。はい。まあその犯人といえばこの人なんですけど、はい、旭日大受賞竹中平蔵さん74歳、小泉政権で総務省などを歴任した方ですが、まあこれはね、今すごい高市政権叩かれてるんですけれども、石破政権ではもう決まってたらしいので、彼女の責任というわけではないんですが、いやでも夫のそのパートナーさんまで受賞してるからね、それは避けた方が良かったでしょって思いますよね。で、国立大学の運営は運営交付金増額がなければもう絶対に無理です。この点で執行部も教職員も学生も一致しており、誰もが政府に期待しました。自民党は 10% 増額を示唆していました。ところが高市政権はこれを破棄した上、この苦境を招いた的締めに空賞を与えるという全国立大生関係者に喧嘩を売ってるだろうっていうですね。だからね、まあ石破内閣のままで、その国立大の予算、運営交付金を増額して上で竹中さん受賞だったらまあ関係ないよなっていう風に処理されたかもしれないんですけど、まあ、維新とくっついた上にですね、まあ、維新の基本思想って竹中平蔵さんが作ったとも言われてますから、そういうネオリベ政策を露骨にやるみたいなことをやってしまうと非常に印象が悪いですよね。はい。ですね。まあでも大阪のテレビ局はそうですね、維新そのものを追求することほぼないですからね。しかも A 型事業所は最近国からの締め付けが強くなりまして、潰れまくっているので、こういう悪のせいで余計にクリーンな A 型が消えて悪が残ります。あ、そうですね。A 型事業所が潰れて、まあ B 型に転換されてるとか、そういうこともニュースで報じられてましたよね。はい。だからね、結局予算を削るとそうなるんですよね。弱い人たちが苦しむというか、障害者の人たちにしわ寄せが来るということですよね。生活保護の役所の対応や水際作戦を見れば不正受給なんてほぼないと分かりそうなもんですけどね。教育予算も削り、医療予算も削り、もう日本はノーベル賞を受賞することなくなりそうですよね。はい。生活保護受給者への増は強いのは本当になんとかしてほしいですよね。あ、ホッペイスさんありがとう。来てありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでですね。ただですね、高市さんがそれで何を言い出してるかというと、まあ、選択と集中みたいなことを言い出しました。AI、造船、防衛などの17戦略分野に重点投資、高市首相今日表明ということで、強い経済、責任ある積極財政を掲げる首相の経済政策の司令塔となるが、17の成長分野には人工知能、AI、半導体、デジタルサイバーセキュリティに加え、夢のエネルギーと言われる核融合、無人機を含む最先端技術の採用が進む防衛産業などを指定するということで、核融合いまだに核融合とか言っちゃってんのという感じなんですけど、はい。
だからですね、そういう無駄なお金を使わないでくださいよ。ただでさえ金ないのにっていう。だから防衛と、だから核融合を一緒にやるのは本当にどう考えてもまずいだろうという感じなんですけれども、まあでも本当に何言ってもダメなのかな、この人たちはという感じがしますね。はい。で、ただですね、まあこういう文脈も踏まえてなんですけれども、本当にやばいのは、おそらく日本に原潜を配備するのではないかというのが今、にわかに話題として浮上しております。想定を超える中国海軍の活動があるから原潜を作らなきゃダメなんじゃみたいなことを言っている人が結構いまして、自由で民主主義の日本では議論できなかったことすらおかしいという、ことを力説しておられるんですけど、いや原潜持ったらそれはもうだから戦争準備状態でしょう。どういうことなんですかという感じなんですけど、ただこれ石破内閣からずっと原潜持ちたいみたいなのって自民党が議論してた話なんですね。で、これに加えてトランプがまたですね、先ほどの戦争屋さんがですね、韓国に対してですね、原子力潜水艦建造を承認する考えを先月示してしまったんですね。これは本当にまずいのではないかというのが、それで浮上しているような感じなんですが、米側の従来の方針と異なり、韓国にはですね、原子力潜水艦を配備しないという方針で今まで当然ながらやってきたんですけれども、DPRK 北朝鮮に対抗するためには仕方ないみたいな感じで、お前が自分で原潜買ってなんとかしろみたいなことをトランプはイ・ジェミョンさんに言ったそうでございます。これでイ・ジェミョンさんがいきなりね、原子力潜水艦を韓国に配備するかというと、疑問ですけど、日本はですね、この流れに乗って、原子力潜水艦を本当に配備してしまうのではないかという懸念が、浮上しております。はい。いや、本当核融合なんて無理に決まってるんだからやめてほしいですよね。それに加えて原潜ですよ。これまで散々資金を注ぎ込んでダメだった核融合。核融合はとても実用化できる段階ではないですからね。核融合をフュージョンエネルギーとワイルドに言い換えているのがまだそうですね。なんか感じ悪いというか恐ろしいですよね。その上原潜ですからね。はい。原潜も標的になりますよね。なんでわざわざ緊張感を上げていくんだっていうですね。いや、本当にね、アジアでのそういう戦争状態に突入することをですね、やっぱり想定している内閣だろうかという感じがしてしまいますよね。それに対して、報道特集が、先日ですね、驚きの報道内容をやっていたので、ちょっと見ていただきたいんですが、政府の法案の妥当性を審査する内閣法制局で、2006年まで長官を務めた坂田正弘氏は、日本は武力による平和を支給しないんだと、希求しないんだと、それはもう先の大戦で、戦争の悲惨さ、無意味さというのを嫌になるほど痛感したということなんだと思うんですけれど、戦争の放棄というのを、憲法上の、国政として謳ったわけですよね。国のありようを変えるということであればですね、まずその在り方を決めた憲法を変えて、それから事実を整備していくというのが法治国家の手順のはずなんですけれど、事実でもって憲法を覆していくというのはですね、これは法秩序を無視しているプーチンのロシアがやっていることと実はあんまり変わりがないわけですよね。政府は10年前、憲法9条が禁じていた集団的自衛権の行使を安保法制の強引な採決によって可能とした。さらに2022年には閣議決定のみで敵基地攻撃を可能とする反撃能力の保有にまで踏み込んだ。そして今、防衛力をかつてなく強化しようとしている。アメリカはこれができても日本はこれができないんだというようなことをですね、はっきりとさせるということをさせないと、もう際限なく何でもできる国にこれからもなっていくという気がしますね。率直に言って今憲法9条というのはどういう状況にあるんですか。いや、もう完全に死んでいると思いますね。法規範としては全く機能していないと言っていいんじゃないでしょうか。
はい。ということでですね、まあ、報道特集、ちょっと見てる方も いると多いと思うんですけど、坂田さんのちょっと踏み込んだ発言、憲法9条はもう死んでいるというですね。まあ、この動画ですね、なんか低評価とか、クソリップみたいなコメントが殺到しておりまして、反日だみたいな、ことを言っているいつもの人たちがですね、コメント欄とかに殺到してるんですけど、まあ、よっぽど言われたくない内容だったんだろうなと思います。まあ、プーチンのロシアとやってることが一緒だろうというですね、でも当然の指摘ですよね。だって憲法9条で戦争を禁じているのに、原潜保有したりとか、まあ、その、なし崩し的にですね、敵基地攻撃能力を配備して、ミサイルをバンバン買ってですね、トマホークで、北京も攻撃できるよみたいなことを言い出したら、もう平和国家でもなんでもないですよね。だから法機関としてはもう完全に9条は削除されてるのも同然であるというですね、コメントについてはその通り、残念ながらその通りではないかなと思います。はい。ちゅうことでですね。そうですね。まあ、左翼ナショナリズム国家多いですからね。私も左翼ナショナリストといえばそうなんですけど、はい。ただね、日本のだから9条の法規範とか憲法全文を完全に無視してこういうことやるっていうのはね、それはね、法秩序を無視していると言われてもしょうがないと思いますよね。日本国憲法を守らないとダメですよ。はい。そう、敵基地攻撃能力は完全に専守防衛の観念から逸脱してますからね。台湾では民進党の方が軍事力増強にはそうですね、熱心なんですけど、だからといって日本がそれに合わせなきゃいけないことないですからね。で、資本からのそうですね、同性婚違憲判決とかも無視してますからね。はい。You are shocked ってやっぱりそうなんですね。いや、だってそうだもん、その通りだし。これで反日ってお前ら何を追って判断してんだっていう、まあ、報道特集は基本反日勢力だからっていう感じなんじゃないですかね。そうですね。右翼の人たちはなんかね、恐れずに、数の力でコメントしてくるから、そこはちょっと見習わなきゃいけないかもしれないですよね。あんまり見習いたくもないんだけど、まあでも左派は控えめすぎるっていうのはあるかもしれないですよね。やっぱりそのネトウヨの動画とか見つけたらですね、非難のコメントをした方がいいんじゃないかと個人的には思います。はい。でね、ただね、日本に限らないんですよね。こういう、だから戦争禁止みたいな状況がある国って、例えばドイツなんですけど、ドイツ憲法26条って諸国民の平和的共存を犯す行為、特に侵略戦争準備を禁止してるんですよ。で、企んだものに関しては処罰するとまで言ってるわけですね。で、まあ、これナチスの反省から生まれてる憲法なんですけど、もちろんドイツはね、武器輸出はしてる国なんで、武器は政府の許可の下であれば製造できるというルールになってますし、自衛権に関しては一切否定してないんですけれども、侵略戦争の準備に関しては、考えただけで逮捕するみたいなことが書いてあるわけですね。で、イタリアも似たような条項あるんですよ。で、イタリア、ドイツ、まあ日本にそういう似たような条項が全部あるというのはですね、まあ考えなくてもわかる話だと思うんですけど、第二次世界大戦以降に世界が、築き上げてきたそういった法秩序っていうのを根底から覆そうとしているわけですよね。だからどうかしてんじゃないかと私は思うんですけどね。はい。そうですね。愛国心がやっぱり民族主義とかにつながっちゃうのは非常に危険だなと思います。右派は自分たちが多数派だと分かってるから気軽にコメントできる。そうですね。ネットでは圧倒的ですからね。だから数の力に酔ってますよね、彼らは。いや、軍国主義が本当じわじわと増長してるのは本当恐ろしいですね。はい。右派だらけのところにコメントしても意外といいねがついたりしてるので、左派の人はガンガンコメントした方がいい。なるほど。ありがとうございます。そうですね。だから意外と共感してくれる人いたりするんですよね。はい。だからですね。まあ、そして、最後にこの映像なんですが、音声流しませんが、威圧感すごいハロウィンの夜、那覇に軍服姿で物々しく、米軍単独で初パトロールということで、これ何の映像かっていうと、コスプレじゃないんですよ。で、ハロウィンでなんかですね、那覇の米軍の人たちが、ゾロゾロ基地から現れて、パトロールと称してですね、ハロウィンの街を歩いてたようです。威圧感がすごいハロウィンの夜、那覇に軍服姿で物々しくということで、
まあ表面上治安維持という体なんでしょうけれども、こうしてですね、おそらく米軍が街の中歩いてても自然な環境っていうのを作り出そうとしてんじゃないかと思います。はい。だからこういったねポップな時とかお祭り騒ぎみたいな時に乗じてこうやって現れて、なし崩し的にですね米軍が普通に街中を歩いてることを、普通の状態に変えようとしてるわけですよね。はい。だからなやばい、こういう軍拡に対しての警戒心が日本なさすぎると思いますし、で、先ほどの指摘にあるようにですね、ロシアのプーチンと同じような手法でなし崩し的にこうやって規範とかを破壊しようとしてるわけですから、本当に最大限警戒しなきゃいけない動きじゃないかなと思います。はい。いや、勘弁してくれよって感じですよね。パトロールって何してんの？軍事国家ですか？パトロールというより威嚇。はい。こりゃないわですよね。しかしながら現状は米国から高額兵器を買うための口実にされているのは反対です。必要な兵器を精査して予算を積み上げて装備するべきです。そうですね。はい。なんか米国の言いなりでやっぱりね、物を買ってるっていうのがね、非常にまずい状況じゃないかなと思います。これ AI だと思ってて、はいはいと流してたというですね、AI 画像ではないみたいです。はい。本物ですね。はい。という話なんですが、ただ最後にね、戦時中の内容ともちょっと被るんですけど、高市内閣が本格的に崩壊するとしたら、おそらく経済問題なんじゃないかとやはり言われてます。ウォーレン・バフェットさんが株のポジションを今減らし続けているそうです。逆に現金が58兆円あって記録的なレベル、明らかにクラッシュを待っているということで、日本を中心に株高が続いてるんですけど、ウォーレン・バフェットさんはですね、なんか現金をひたすら増やしているらしくて、お察しというか、おそらく株価が値崩れするのを待ってますよね。はい。もちろんバフェットがやってることが常に正しいわけじゃないですけど、ね、日本に投資してる今の外国人投資家とかも似たようなことを考えてんじゃないかと思います。で、今月も日銀の利上げが見送られたわけですが、すげえ勢いでぶち上がっていく消費者物価指数でも見てドキドキしましょうということでこれはね、岸田政権の時からずっと上がってるグラフなんですけど、もうすごいですよね。2023年ぐらいからのこの上がり幅。消費者物価指数100ぐらいだったものが115ぐらいまで今上がってるんですよ。はい。だからですね、これぐらい上がってくるとなるともう日本の市民生活が崩壊するまでそんなに時間かからないような気もしますし、私も生活苦しいのではい、よかったらメンバーシップ入ってください。いやー、という感じなんですけどね。ただ皆さん苦しいと思いますし、賃上げがね、この物価上昇に全く追いついていない状況なので、ね、高市政権、極右政権なわけじゃないですか。で、賃上げしましょうとかね、みんなで豊かになりましょうみたいなこと言うわけがないので、はい。だからこのままですね、一時はお金持ちの人たちが得するかもしれないですけど、株高が崩れた時、崩壊が始まるんじゃないかなという気がして、ちょっと恐ろしいなと思います。はい。ですね。ということで、高市軍拡内閣についてでございました。ご視聴ありがとうございます。琉球は露骨にアメリカの植民地だし、日本の内地だけど反植民地的地位がそうですね、ありますよね。はい。この状況がね、やっぱり、その直接的にやばい植民地扱いされてしまってるわけですよね。バフェットは一応富裕層の税金を上げるべきだと言ってます。自分より秘書の税金の比率が高いことをおかしいと思っているそうです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。バフェットはね、割とリベラルな思想の人では知られてますよね。大金持ちなのでそこは割り引いて考えるべきと思いますが、農林水産省の新しい大臣の方とか今の政府の体制を象徴している発言されてましたね。はい。なんかね、価格に委ねるべきだみたいなこと言ってましたよね。いや、お前よっていう。だ石破さんの言ってたこと全部保護にすんのやめてほしいんですけどね。
もちろん余裕のある人はね、寄付とかはするべきだと思いますよ。はい。ただね、だんだん我々も余裕なくなってくんじゃないかって気がしますよね。物価高は明らかに円安のせいなのに利上げできないのはアベノミクスのためです。アベノミクスを否定する政権ができないと事態を転換できません。いや、全くその通りですね。だからね、やっぱり立憲民主党とかはそこを掲げて政権交代を目指すべきだと私は思いますけどね。はい。アベノミクスをやっぱりちゃんと否定しないと高市さんはアベノミクスをまたやろうとしてるから、そりゃこうなるでしょっていう話なんですよね。円安誘導ですからね。はい。実質的にスタグフレーション状態になることを誰も指摘しないですからね。おかしいですよね。なんで日経新聞まで高市さんを持ち上げてんだよって経済のこと考えてたら反対しろよって思いますよね。いや、本当徘徊主義者の皆さんは少しは在日米軍を批判してほしいですね。はい。ということでですね、高市政権は恐ろしいですが、今後も反対していこうと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、ありがとうございました。最後にまとめというかですね、ちょっとリクエストになった熊の話と、ですね、抵抗勢力の方々について、ちょっと駆け足でまとめていきたいなと思います。各地で熊被害が今続発しております。皆さんも本当気をつけてください。東北に住んでいる方とか、シャレにならない被害が、起きておりまして、今日もですね、熊に襲われたというような報告のニュースが上がってたんですけれども、イチョウの木に5時間以上も居座り続けたですとか、人里に現れて人を襲ったりですとか、31日にはですね、自民党の長小林孝之さんも、速やかに実効性のある駆除対策を打ち出さなければいけない。いや、だから駆除の問題じゃねえんだっつうのという感じではありますが、一応政府も危機感を覚えているような状況なんですけれども、そもそもなんでクマがこんな出現するんだっていう話じゃないですか。はい、先週の配信で持ちきりだったクマということでですね、はい、ちょっとお話ししたいんですけど、私が話すからにはですね、やっぱりその政治とか社会の問題なわけですよ。当然なんですけどね、クマのやっぱり生息領域と人間の生息領域が完全に重なってると。で、FNN にしてはなんかすごいまともな報道なので、これ読んでいただきたいんですけど、クマ被害史上最悪レベルの2025年にクマ出没半減の村で実施したゾーニング主張とは何かと。ゾーニングって言ってるのはちょっとおかしいんですけど、長野県の箕輪町というところにですね、結構ちゃんとした熊対策をやってるところがあって、何をやったかっていうと、この緑の濃い線のラインのところに草刈りを実施したんですね。で、草刈りを実施したら熊の被害が半減したっていうような、話があります。そもそもクマって臆病なんで、人目のつくところとか開けたところには本当は出たくないんですよ。で、本当は出たくないんだけど、野山が荒れていると境界線がもう人の里のところと境界線がほぼないので、クマがのこ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 現れてですね、いつの間にか街の中に出てしまってるっていうのが、今結構状況なわけですね。要は山林管理がもうできない状態になってるわけですよね。高齢化と過疎化が同時進行しているので、こういったところが草ぼうぼうになって、普通にクマが人里に降りてきて、これは森の中だって言って、いつの間にかですね、童話じゃないですけど、街の中に出てきてしまうという状況になっていると。だから里山と、昔はですね、この辺ってちゃんと草刈りがなされてて、里山と町の境界線っていうのがきちんと引かれてたわけなんですけど、それが引かれなくなったんで、当然野生動物としては、森の延長線上だと思って町の中に出てきてしまうっていうことですね。だから本当は今国とか政府とか自治体がやらなきゃいけないのは、こういうですね大規模な草刈りをする予算とかをつけて、ロボット使っても何でもいいから草刈りであるとか、人里とのですね境界のところを掃除するっていうようなことが本当は必要じゃないかなと思います。はい。
組合を結成して組織的な賃上げ上昇を要求しないと資本主義の構造上賃金は上がりませんって。そうですね。結局高市政権であろうとなんだろうとやっぱり賃上げ要求はしなきゃいけないんですよね。あと失われた30年の実に30分の1がアベノミクス体制下であったことを誰も指摘しないその間ずっと円安でしたからね。賃金はむしろ下がる一方ですよね。円の価値が低いわけですからね。いや、ツキノワグマがだから凶暴化してるのもね、こういう複合的要因なんですよね。餌がないもんだから、餌を探して街に出てきて、餌がない理由についてはちょっと口述しますけれども、実際森の中だと思い込んでるので、こういうことになってしまうということですね。そうですね。箕輪町や隣の町や、そうなんですね。近くに住んでらっしゃる方がいた。熊については神奈川の漁師の方々は今の、森は熊にとって餌が少なすぎる。だから人里に出る。熊も人間に人里に来させないように餌になるどんぐりとかをつける木を植えようという活動をしているらしい。そうですね。そういった地道な活動をやっている方もいると思います。ただそれだとやっぱり根本解決にはあんまりならないと思いますね。ちょっと口述しますけど。はい。神奈川県は生息数は少なくて絶滅を危惧されているようです。道路脇とかでも以前より、雑草が放置されているところが増えた気がしますよね。はい。そう。だから里山の人口がそもそも減ってるわけですから、維新みたいな思想の人がね、増えたら、それはね、田舎からいなくなる人が多くなってるわけですからね。はい。そう、植林した杉やヒノキを伐採して、その山にあった樹木を植えるとか、そういった活動もしなきゃいけないと思うんですけどね。はい。今のところはね、だからクマにとって二重に山に餌が減って、さらに人里との境界がなくなるという二重の状態になっているわけなんで、当然ね、人里に降りてきちゃうわけですよね。はい。人が減った瞬間、クマの繁殖原因ではありそうですね。で、根本源的にはですね、何が関係してるかっていう話をこれからしたいんですけど、とんでも説がまずネットで飛び交っておりますので、これ AI のクマ画像を使ってるノートなんですが、ちょっと紹介したいと思うんですけど、クマ被害の何割かはメガソーラー建設のせいである。誰か全国の被害者とメガソーラーの位置関係等を解明してくれないだろうか。いや、もう解明がスタートしているということですね。こういうことを言ってる人たちがたくさんいるので、ちょっと非常に分かりやすいノートだったので紹介してしまいますが、ここ数年の間に全国に中国のメガソーラー建設ラッシュです。それと比例してクマ被害が大幅増加です。この関係はテレビを全く無視しています。最近の傾向として利権、美中、美観と新財務省が、メガソーラー建設を隠しているんです。マスゴミに洗脳されるな。クマの人的被害、猛暑被害、日本の美しい自然、景観の破壊、原因はこれだ。メガソーラーだということでなんかメガソーラーを建設してるからね、クマがたくさん人里に降りてきてとんでもないことになっているぞという陰謀説が非常に人気になっております。もしクマ被害がメガソーラー建設と直結している例が多いとなると、岸田政権、石破政権各種との責任問題になることは必然でしょう。宮城県知事は退散すべきだというですね、クマ出没とメガソーラーの関係を指摘する声があったのでマップを見てみました。そうか、群馬県みなかみ周辺はメガソーラーだらけだ。クマも植えるはずだ。木の実が足りないんだ。クマにとっては飢餓は人災なんです。ある意味人災は人災なんだけど、全く的を外したことが言ってますし、これぐらいのメガソーラーでクマは植えないですよ。この写真を見てほしい。福島県、の村の現状だ。赤い丸で囲っているのが国分太一市が保有している農業など自然体験ができる野外施設時岡だ。コンプラ違反で彼が社会的に抹殺された後が閉鎖されてしまったが、彼は番組内でもたびたび周辺のメガソーラーの被害を訴えていた。国分は消されたんだよという。延々と続くのであれなんですけど、だいたいこんな感じのですね、ツイートとかが10万いいねとかされているようになっております。はい。ということでですね、村井知事がどのような誹謗中傷を受けていたのか想像がつきますよね。はい。原曲水道管理の限界の問題と近くて、地方の人口減少による影響はそうですね、大きいと思う。それも大きいと思います。パディントンのパチモンみたいなような地元は四国の山奥で熊はあまりいませんが、以前人里ではほとんど見なかった猿が普通に出てきたり、やっぱり猿もそうですね、人里との境界線が分からなくなってるんじゃないかと思いますよね。
またメガソーラー陰謀論かよ。メガソーラー陰謀論すごいですよ。最近めちゃくちゃ人気になってますからね。某アルピニスト嫌いです。もういい加減にしてほしい。じゃあ移住して山林の管理とかしてくださいよ。科学的でない、主観的でない、怖いですね。相も変わらずメガソーラー陰謀論人気ですよね。そう、この人たちメガソーラー否定するついでに原発建てようとか言い出すから怖いんですよね、マジで。参政党やめてくださいよって思いますよ。いやーでもこんなんが10万いいねですからね、どうかしてるでしょ本当に。ということで NHK がですね、熊に関するフェイク情報注意という異例の記事を出すことになってます。SNS では熊に関するフェイク動画や不確かな情報がたくさん出回ってますが、熊はメガソーラーが原因で数を増やしているみたいなのはデマだし、これら辺は偽動画なので、真に受けないようにしましょうという、こういうのなんか AI 使って作ってるらしいんですけど、熊さんがね、コンビニに入ってきたみたいな、偽動画も作られているようです。皆さん気をつけてください。はい。私の動画はフェイクではありませんが、熊メガソーラーなどを含む投稿数が10月23万8422件あったそうでございます。8月に上昇してるのがちょっと意味深長だなという気がしてて、これ参政党が暴れ回ってた時期と重なりますよね。はい。ちなみに参政党はですね、日本熊森協会などと提携しててですね、熊の命を守ろう派の勢力なので、皆さん誤解しないようにしておいてください。だからね、彼らってこういうメガソーラー陰謀論とか好きなんですよ。こういうのもね、完全に偽画像なんですけれどもAI で拡散して、熊さんがですね、メガソーラーのせいでひどい目に遭ってるぞと、真ん中のこれは風刺画でしょうけども、みたいな動画が、たくさん作られているようでございます。ただ日本の森林面積の推移は見ての通りでして、ほとんど減少しておりません。太陽光発電のために開発された森林の面積は、2万1000ヘクタール程度で、おおよそ 0.08% と、こんなんで影響するわけねえだろっていう感じですよね。で、太陽光発電所の位置を確認してみても、人里に近いところに作られてるんで、当然管理の問題あるから当然だと思うんですけど、だって電線引かなきゃいけないでしょ。熊さんのね、住んでるところに直接立ってる例ってあんまりないと思いますので、はい。メガソーラーは関係ありません。メガソーラーの否定から原発が必要というところに、参政党とかは持っていきたいんでしょうね。メガソーラー否定とネット言論って、電気事業組合とか広告代理店にやらせてないでしょうかそこまで言ったらそれこそ陰謀論ですけど、本当にやらせてても不思議じゃないですよね。加えて熊の生息域とも別に被ってないしって本当にね、適当言うなやっていう話でございますよね。はい。ただ私が取り上げるからにはというか、すいません、持って回ったあれで申し訳なかったんですけど、根本原因は気候変動でございます。はい。熊の主食となるブナの実が今年大凶作になってまして、おそらくそれが熊さんがですね、人里に出てきている根本原因であろうというふうに言われてます。ツキノワグマの主な餌である、どんぐりなどの、発生を調べた結果、コナラブナが大凶作の状態に陥っていると。要はどんぐりがないので、人里に出てきて食べ物を探さざるを得ない状況になっていると。でもそんな地球温暖化したからといってね、ブナが凶作になるわけじゃないんじゃないのっていう話なんですけど、調べてみるとそんなことなくてですね、地球温暖化による生態系種への影響が懸念される地域、ブナの生息域の変化予測っていうのを生物多様性のこれサイトをちゃんとやっぱりね、研究してる人たちがいるんですけれども、現在のブナ林のですね、マップってこんな感じなんですよ。ツキノワグマの生息域と重なってますよね。で、現在の生息適地はこの辺になってるんですけど、2100年頃には気候変動の影響でこれぐらい減るだろうと。ほとんどね、新潟県とかね、日本海側の地域を中心に一気に少なくなっていくだろうっていうような予測がなされてるんですね。でもブナとかコナラってそんなに暑さとかに弱かったっけって思うじゃないですか。でもそれちょっと微妙に違うんですよ。これ北海道の黒松内町のブナの研究をしているですねウェブサイトなんですけど、ブナの特殊な性質があって、日本のブナ林には様々な面で強い影響を与えているのは雪であると。
周知のように本州の日本海側は世界的にも有数の多雪地帯である。雪は物理的圧力として植物を押さえつけ、あるいは破壊するという意味では植物にとってマイナスであるが、冬季の保温効果や冬から春にかけての乾燥が避けられるという点ではむしろプラスに作用している。日本のブナ林の分布域は日本海側と太平洋側両地域に及んでおり、雪の有無によって両地域のブナ林や主植生や構造、動態などの面で様々な違いを、示すことになり、ですね、ブナの要はどんぐりですよね。種が、翌春にですね芽を出すためにはある程度の雪によって湿度とかが保たれることが必要らしいんですよ。だからこれブナ林のところって特に雪が多い地域と重なってるの分かると思うんですけど、こういうところではブナがよく育つんですね。はい。なんですけど、おそらく気候変動の影響で今後雪の降雪量自体が減っていくと思われるので、そうなると必然的にどんぐりが育たなくなり、ブナの林も減っていくであろうというような予測が立てられているということでございます。はい。なので昨年も暖冬だったので、おそらくどんぐりが乾燥してしまい芽を吹かなかったのではないかという予測がなされています。私もね、雪だったのは本当意外なんですけれどもね、やっぱり何が原因するかわからないですよね。森林減ってないってマスコミちゃんと本当言った方がいいですよね。NHK がようやく報じたけど、そういうことも言っていかないとやっぱり分かんないと思いますよね。ゴブリンさん、ここからです。根本解決を探らず行財の責任ですね。いや、本当ですね。だからね、化石燃料の中に、COP30 とかに背を向けてる場合じゃないんですよ、本当に。はい。温暖化が単に夏が暑くなるだけじゃなくて、こんな予想外の方向から影響を被ることになるなんて本当予想できなかったですよね。そう、雪なんですよ。根本は雪が必要なんだけど、雪が今減ってるじゃないですか。はい。だからブナも育たなくなってるってことですよね。世界中の研究者の知の集積を一周する人たちと対話することができるんだろうか。まあそうですね、クマの発生はこれからも止まらない気がします。はい。地球温暖化を放置している限りクマ発生を止めることはできない。つまり地球に優しいエネルギー源を作らなきゃいけないので、はい、正解としてはですね、メガソーラーをどんどん作った方がいいということになりますね。はい。まあこの人たちが景観とか環境破壊とかに敏感なのは別に悪いことじゃないんだけれどもで逆をやってるんですよね。ブナ林を破壊するようなことをしてどうすんのかと。もちろん植林とかも必要だとは思うんですけど、まあそれ以前のね根本的な原因である気候変動をなんとかしないと、おそらく今後もクマさんは食べ物を求めて飢えた状態になり人里にやってくるであろうと思われます。ちょっと直接関係ないデータなんですけど、世界にいる哺乳類のうち 34% が人間で野生動物がたった 4% というですね、気候変動学者の人が、研究したデータがちょっと衝撃的だったので紹介したいんですが、気候変動や自然破壊などグローバルな問題をデータでまとめている Our World in Data というところが人類を含む哺乳類の現状を9つにまとめ、野生動物がですね全バイオマスに占める割合が今どれだけぐらいかっていうと 4% ぐらいしかないらしいんですよ。4% 少なっていう。じゃあ何で地上は埋め尽くされてるの？やっぱ人間かって思うじゃないですか。でも人間じゃないんですよね。人間が 34% で家畜が 62% なんですよ。牛豚というですねはい。だからですね、ヴィーガニズムをバカにする日本人めっちゃ多いですけれども、やっぱり気候変動とかに対処しない、環境問題に対処しないという姿勢でいると、このようにですね、地球環境がどんどん破壊されていくんですね。それ野生動物は圧迫されますよね、これだけ家畜がいたら。はい。ね、ちなみに鳥さんは含まれてないんで、鶏などは含まれておりません。はい。で、この数だからね。で、私総合フォローなんで紹介したいんですけど、ウータン森と生活を考える会さん
って環境問題とかにですね活動している NGO の方なんですけど、環境問題の解決の近道は肉を食べないことだと思いますが、なぜ政府機関も数字に強いはずの学者も自由に何でも発言できる NGO もこれまでそのような主張をしないのか。めっちゃシンプルなのに。森林減少で作られた穀物や農産物も結局は家畜が食べさせられています。結局自分が食べたいからという問題じゃないですかということで、これもっと露骨なグラフなんですけど、家畜がこれ赤色、人間がオレンジ色、ワイルドランド、ワイルドネイ、マリーンで、海洋生物が、青で、地上生物が緑です。もう一目瞭然だろっていう。だから1950年からどうなってんだこの世界っていう感じですけど、まあ気候変動活動家のもちろんトゥンベリさんとかも含めてですけども、家畜を減らさなきゃダメだと、何としてでも肉食やめて家畜を減らせということを言ってるのがまあ理解できますよね。はい。まあ地球環境破壊は止まらないですよね。そう、だからクマを狩るだけだったらね、ブナが減っていくので、どんどんクマも数減らしていくと思いますよ。だから野生動物絶滅しますよね。はい。だからですね、クマが悪だから駆除すればいいというのは、それはそれで間違いです。はい。だからまず人間を減らせっていう、人間を減らせじゃないけど、人間減らせないとしても、その家畜を減らせっていう話なんですよね。はい。ここまで家畜で地上を追われてんかっていうね、びっくりしますよね、これ。バイオマスで言うと人間より多いんだっていうですね。はい。メガじゃなくて、それぞれの家や建物の屋上にソーラーパネルを設置すればいいですね。はい。なんだろう。もちろん進めていった方がいいし、日本のね、やっぱり建築だと重量の問題でね、雪が降っちゃうと潰れちゃったりするみたいなんですよ。だから、耐震補強とかも合わせてやっていくといいですよね。そう、クマの絶滅も遠くないんですよね。ブナ林減少で山のクマ減少、人里に出たクマは駆除していくみたいなんで、地球温暖化はひたすら進むみたいなことやったら、これ、だから、クマって緑色のゾーンにいますからね、ワイルド、アニマルですから、それはね、絶滅しちゃうよね。はい。いや、ほんと培養肉とかにね、金使った方がいいと思いますよ、高市さんも。なんとかしてヘズワリをクマに対決しない。いや、あいつ逃げるでしょ。いや、もう大豆ミートにね、ほんと切り替えますか、皆さんで。その方が健康にいいですからね。日本は国産牛に力入れまくってますよね。47それぞれにブランドあるように感じるし、牛の血プで気候変動。全然冗談じゃないですよ。トゥーンベリさんも言ってますけど、牛の、だから、牛とかの排出する二酸化炭素で地球環境が大きく変わってるんですよ。でそれも私最初はってそんなエビデンスあんのってトゥンベリさん大丈夫かって思ったんですけど、このデータ見ると納得ですよね。だから人間の呼吸量より家畜の呼吸量の方が多いんですよ。でこれだけ家畜多かったらそりゃそうなるよなっていう話ですよね。だから人類の食料を賄うために牛が育てられているわけなので、はいですね。あとついでに日経新聞の名誉のために参考を示しておきますけど、国書による労働損失も24年では1兆ドルに及んだそうです。健康や経済にも影ということで、イギリスの医学誌の内容を紹介されております。興味ある人は読んでみてください。暑くて働けなくなるなどして病気などになったりして1兆ドルが、労働損失が生まれているということで、地球環境のね温暖化というのは当然人間に対しても非常に良くないし、皆さんね、暑い中で働くのうんざりしてた人も多いと思うんですけれども、我々にとってもね、ほんと直接的な被害を及ぼしているので、なんとかすべきだと思います。はい。で、先ほどね、お話ししてくれた方いましたけど、韓国がですね、やってる事業としてですね、駐車場における太陽光発電導入を義務化したそうです。1000平方メートル80台以上かつ導入可能な場所に関しては必ず太陽光発電をしなさいと、暑さ対策も兼ねておりますと。いやー、先進国羨ましい、ね、こんな法律作れるんだ、ね、なんか日本だとね、3回ぐらい政権交代しないと無理じゃねえかなっていう、ちょっと暗い気持ちにもなるんだけどね。いや、こんなのでも今すぐできるでしょ。やれよっていう話っすよね。誰も文句言わないじゃないですか。
で、まあ日本でもね、やってるところは、挑戦的なところはちゃんとやってるんですよ。一応日本の名誉のために言っておきますと、イオンモール、とかですね、大和郡山とかでは、こうした駐車場も見られるんですけど、まあ一部の導入に限られる。フランスでも導入しようとしているが、義務付けの範囲等で今試行錯誤中で、イギリスも検討中だそうです。だから韓国はやっぱり少し先を行ってますよね。はい。いやー、素晴らしい。なんでここまで差がついてしまったのか、本当に。はい。つうことでですね。もちろん大豆ミートのアレルギーの人はいると思うのでね、いろんなタンパクがあるべきだと思いますね。水切り豆腐を炒めてチャーハン作ってます。おー、いいですね。漁師さんは頑張ってるだけだが、根本的な世の中の体制が悪いんです。文句は現場にしか来ない。そうですね。いや、ほんとね、マタギの人たちやってらんないと思いますよ。一方では駆除しろって言われるし、一方では殺すなって言われるし、こう少子高齢化は進むし、ね、なんなんだよっていうね。そもそもボランティア道ですからね、彼らね。はい。欲望を解放する資本主義のままなら豊かになった人がどんどん肉を食いたいという欲望を抑えられません。酪農の世界への害悪を理性で判断する人たちをそんなに簡単に育成できるんでしょうかと。そうですね。まあでも今、全世界でもだからビーガンの人って 10% には満たないらしいですからね。はい。そう、でもマクドナルドボイコットみたいなこと言ってる、やっぱりパレスチナの人たちって正しいんですよね。まあ彼らはもちろんね、牛とかはいろいろ育ててますけど、はい。でもイスラム教徒の人たち豚は絶対食べないですしね。はい。太陽光パネルもリサイクルは割と安くできるようになってきてるみたいですよ。はい。ただね、環境破壊のね、もちろん問題があるから、リサイクルとかね、風で吹っ飛ばされた時どうすんのかみたいな対策はしていかなきゃいけないですよね。清掃業をやってますが、今年の夏は本当に答えました。お疲れ様でした。いや、本当無理しないでください。で、本当冬は寒いし、夏は暑いっていう感じになってますからね。はい。小池都知事はね、彼女の、なんか小池さんを支持するの褒めるの嫌なんですけどね、小池さんはまあ結構導入してます。はい。東京はね、割と導入してるところ多いみたいですね。屋上太陽光パネルはね。はい。割と積極的な都市のうちに入ると思います。どっちかっていうとやっぱりなんでしょうね。日本政府がやっぱ及び腰なのが一番ダメなんじゃないですかね。そう、太陽光パネルがね、ほぼ今中国製なんですよ。だから、ネトウヨの人たちはね、やたら剣をしてね、中国に金をやるなみたいな。そしたら韓国から買えよって感じですけどね。はい。戦闘機とかも温室効果ガスすごいし、データ公表されにくいのもあって、やはり環境問題と平和は切り離せないです。日本も軍拡してる場合じゃないと思います。その通りですね。はい。プライベートジェットとか戦闘機の温室効果ガスって本当にひどいですからね。はい。飛ばさない方がいいです。っていうか飛ばすべきじゃないです。はい。航空ガソリンの問題を解決してから言ってくださいって感じですね。本当自律神経おかしくなりますからね。ビーガンの前で肉食ったりするやつは少しは環境のこと考えてみろって感じですね。はい。そんな嫌がらせしてる場合じゃないんですけどね。で、ちょっと最後に、あんまり今回触れませんけど、ヘイトスピーカーの人たちの話をちょっとしたいと思うんですが、こちらね、翻訳するの忘れた。フランスのルモンドなんですけれども、ルモンド紙にですね、河合祐介河合さんがデビューいたしました。日本高まる外国人排斥の波に直面。長年移民に抵抗してきた日本にとって外国生まれの人口が急速に増加しており、この傾向は不安感を助長し、ソーシャルメディア上で拡散し、政治家では、事件を加えて外国人への恐怖や孤絶を煽ることでさらに拍車がかかっているということで、いやー、ルモンドもついにこういう写真を載せるようになってしまったかというか、まあこれで晴れて日本の恥ですねという感じなんですけど、日本国旗を身にまとった河合祐介氏は鋭い眼差しと威圧的な存在感で演説を劇的に演出している。女性が再び夜道を一人で歩けるように戦うと変わった河合は京都生まれで40代の政治家で、元俳優であるというようなことがいろいろ書かれているんですが、日本人第一と書かれた小さな選挙用トラックの上に立ち、極右政党日本大和党の党首でもある河合は犯罪対策強化と反移民のメッセージを訴えていた。多数の警察官の監視のもと200人が蒸し暑い9月の夜の空気の中、川口市蕨駅外で彼の演説を聞くために集まっていたと。
いうことで、こういう人たちがたくさんいるということがですね、フランスのルモンドにも知られてしまったということで、もうなんか日本の世界的なイメージがどんどん悪化してるなというふうに思います。はい。いや、ほんと恥ずかしいですよね。マジで日本の恥ですよ。日本のフランスの高級誌です、ルモンドは。イスラム教をね、風刺したのはね、違います。それはね、別の、出版社でございますので、ルモンドはさすがにそこまではしてないです。鋭い眼差し威圧的な存在感で褒めすぎだろって感じしますけどね。うわぁ。ひなたのファン面白そうですね。ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。日本の恥がどんどん輸出されていく。で、先ほどもちょっとコメントがあったヘズマリュウ先生なんですけど、共産党が公職選挙法違反をしています。証紙のないビラを候補者と支援者が配り看板を出しています。こんな法律違反を堂々とする党が日本に必要なんですか？高市さんの悪口を平気で日本人より中国人を優先する党はいらないですということで、だから日本共産党さんがですね、こんなに危険な高市政権というビラ配りをしていたら、ヘズマさんにこんなことを言われてるんですけど、コミュニティノートがついてまして、選挙期間中のみに配布できる選挙ビラには証紙の貼り付けが必要ですが、公職選挙法の定めにより、政党が発行する新聞及び雑誌については選挙期間中も配布できるほか、証紙の貼り付けは不要でございます。はい。柿本さんは立憲の議員さんです。政党が継続的に政策ビラを配ることは違法行為ではありません。悪質なネガティブキャンペーンは選挙の公平性を損ねています。あなたが公職選挙法を使いますよということで、警告されてしまってるんですけど、使われやって思いますね。ねえ、いうか、ここはどこなんだよ。奈良かってよくわからないんですけど、なんか奈良に行ったり、九州に遊びに行ったりですね、なんかヘズマさんいろんなところをうろうろしているみたいなんですけれども、もうほんと議員やめてほしいですね。そっか。そうですね。そう、イスラム教徒のヘイト的なことをやってしまったのはシャルリー・エブドですね。ありがとうございます。ちょっと名前忘れてました。排外主義とヘイトデモの増加で海外は日本は危険な国っていう認識に、いや、もうなり始めてると思いますよ。だって、このヘズマさんのね、YouTube 動画というか、ヘズマさんを批判した海外向けの YouTube 動画とかもすごいバズって10万回ぐらい再生されてるんですよね。どんどん日本の恥が拡散されていきますよね。いや、ほんとデマばっかりですからね。たまに本当のこと言えばいいのに。だから本当のこと言ってて極右だったらまだ理解できなくもないけど、大体言ってること全部嘘ですからね。神は総平状態ですよね。いや、ほんと議員が公職選挙法を知らないとしてもやばいし、知ってて言ってたらもっとやばいですよね。そう、大阪で移民反対デモにも顔出してましたからね。お前、奈良県のことはどうしたんだよっていう。こんなやつにも議員歳費が、年間1000万円ほど支払われるそうです。はい。いや、ヘズマリュウさんはだからちょっと有名な YouTuber になったいい気分なんだと思いますよ。はい。だからね、YouTuber としてはね、成功できなかった人ですからね。で、ヘズマリュウさんがクルド人だと嘘をついたバングラデシュの人々に接触しました。どんどん嘘がめくれてきますね。日本語学校で学び始めた学生さんに先生が日本のマナーを教えていただけと判明しました。暴動だの鹿さんに何かするなど嘘でヘイトをまき散らすな、謝罪しろと。いうことでですね、クルド人の集団が川口から奈良県に移動していると連絡がありましたという話なんですが、当然この人たちはクルド系の方々ではございません。というか、蕨市に2000人しかいないクルド系の人たちがどうやって川口から奈良に移動するんだよって何の理由があって移動したんだよっていう話なんですけれども、バングラデシュの方々でした。はい。日本語学校で学び始めたばかりのバングラデシュ人の学生さんに日本語学校の、先生が日本のマナーを教えていただけってそれでも、問題なしというかいいことじゃないですか。そもそも一般人を盗撮して SNS に勝手にアップするのはいけないことではないですか。まあ顔とかはわからないレベルの、盗撮になってますけれども、勝手に盗撮した上にですね、こうやって SNS にさらしてヘイトを煽ってるのは論外だと思いますよね。いやー、ほんと捕まってほしい。このヘズマさん。最近鹿のこと守ってくれないユタポンよりつまらないね。救いようがないな。いやーですね。いや、だから奈良県の鹿のことも結局人気取りに利用してるだけですからね、この人はね。
議員報酬を稼いでね、ヘイト活動したいだけの人たちなんですよね。いや、でも、結局こういう人たちにいいねしたりしてる人たちの罪が深いですよね。投票した奈良の人たちもね、もちろん責任ありますけれども、やっぱりいいねしてしまう人たちの問題だと思います。はい。この人たち、クルドがどういう人たちなのか全く知らないですよね。いや、本当に知らないんでしょうね。多分、その中東系の人たちだったらクルド系だっていう風に思ってるんじゃないですか。そんなわけないでしょって。中東系だけでいくつ国があると思ってんだよっていう感じなんですけどね。はい。まあこういうヘイターの人たちにはうんざりしますけれども、環境問題などに対してね、やっぱり根本的にちゃんとした見識を持ってる議員さんがね、地方にほとんどいないっていうところが、まあ熊問題などに関してもですね、こうなんかどうやって解決していいのか分かんないみたいな状態になってる原因なのかなと思いました。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。あ、ギャミさんおやすみなさいませ。オレンジを取り戻したい。ありがとうございました。はい。皆様、今夜も遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。最後にですね、まあ抵抗の勢力の話をいつものようにまとめて、短くですが終わりにしたいと思います。내외기빈여러분, 주성님의 2013년 12월 기고에도 나왔던 중국 고전의 한 구절을 인용해 보겠습니다. 공황이 날 수 있는 것은 깃털 하나의 가벼움 때문이 아니고 천리마가 달릴 수 있는 것은 다리 하나의 힘에서 비롯되는 것이 아니다. 지난날의 중한간에 모험 미담들이 많이 있습니다. 2000여 년 전 서복 선생님이 동적으로 건너 제주도까지 가섰다고 전해집니다. 당나라 시기에 장안도로 유학했던 경주 출신 문학가 최치원 선생님이 귀국하던 도중에 배석 부창해 장풍 만리통, 즉 돛을 달아서 바다에 배 띄우니 긴 바람이 만리에 나아가네 라는 시를 남기셨습니다. 오늘날의 중한우호도 계속해서 생기와 활력을 발산하고 있습니다. 며칠 전에 제가 한국외국어대학교 국제학부 학생들로부터 편지를 받았습니다. 읽어보니 구절구절에는 학생들이 중한관계 발전에 대한 기대로 가득 찹니다. 청년은 중한관계 미래입니다. 영국이 청년 교류 활동을 많이 벌려서 중한우호 사업이 대대로 이어나가도록 하길 희망합니다.はい。水飲みカラスはありがとうございます。虐待児の支援のためのプロジェクト。オレンジリボン運動って、そうだ、オレンジなんですね。ありがとうございます。オレンジを取り戻しましょう。はい。ですね。まあ確かにまともな有権者教育がされていないね、日本で極右がタイパッコしてるのは当たり前なのかもしれないなというのは、まあちょっとこの映像を見ても私も思ったんですけど、イ・ジェミョンさんがですね、まあ習近平さんといろいろやり取りしてたんですよ。先日の韓中首脳会談で。鳳凰が飛べるのは羽一枚の軽さゆえではなく、千里馬が走れるのは足一本の力から来るものではないと。これ韓非子南の引用らしくてですね、要は我々アジアがですね、一体になって共同しないと、鳳凰ってまあ中国の省庁でもありますけど、参政党の方は知ってますかね。その皆さんが共同しないと我々は立ち行かないでしょうということを、まあかなり格調高くおっしゃったわけですね。で、それに対して習近平がですね、すなわち帆を掲げて海に船を浮かべれば、潮風は万里に進むっていう風に返したんですけど、これですね、なんと、韓国のですね、慶州出身であった、チェチョンっていう人のですね、読んだ詩をそのまま返しているんですよね。こんな近平って気の利いたことすんのってですね、まあ今回11年ぶりに奉還したらしいんですけど、まあ、ちょっとすごいなというか、まあ確かに習近平って独裁者だし恐ろしい人だという思いは私も持ってますけど、やっぱりイ・ジェミョンぐらいですね、ちゃんと対等に渡り合える人に対してはちゃんと返すんだなというですね。だから
イン大統領の方があなたたち中国の方が飛べるのは羽一本の軽さのためではない、我々の協力があってこそなんですよということを言ったら、帆をつけて海に船を浮かべると長い風は万里に進むであろうと言って、チェチオンさんがですね唐に渡った時の詩を引用してわざわざ非常に気の利いた返しですよね返したという。だからこういうやっぱり哲学とか文学とか歴史に対しての教養がないと、もちろん2人が自分で考えたのではないかもしれないですけど、まあちゃんとした外交っていうのはですねなんかベタベタすることじゃないと思いますのではい、できないんじゃないかなと個人的には思います。はい。いや、すごいですよね。だから習近平にここまで言わせるのすごい。で、本当にすごいと思いました。あんな高市さんの時ブスッとしてたのにね。はい。牛尾さんこんばんは。もう終わっちゃいますが、労働者の国際的協力をということでですね。いや、本当韓国の人たちと協力したいですよね。はい。平野瓜生はオレンジリボンつけてた。あんまりつけてほしくない人来たら。優秀な独裁者とはどういうものかよくわかるというところですね。まあそうですね。習近平さんやっぱりインテリですよね。そこが恐ろしいところではありますけどね。ちょっと何考えてるかわからないし、まあ教養が深いと言われているので、まあでも今回はね、ちゃんと敬意を払った返しをしてますよね。はい。まあこれぞ権力者という感じではありますよね。そうですね、なんか中国の古典に対して否定的なんじゃないかなと思いましたけど、普通にね、古典を引用してね、気の利いた返しをしてたので、ちょっとそれもびっくりですよね。はい。バンコクのプロレタリアを団結せよということですね。で、さらに面白かったのがこのやりとりで、これね、まあ割と世界的に話題になってたんですけど、これ何やってるかっていうと、イ・ジェミョンさんがですね、習近平が、シャオミフォンをですね、イ・ジェミョンにプレゼントしたんですよ。そしたら、イ・ジェミョンさんが、これって何、バックドアとか入ってないのって返したんですよね。ってそんなこと言っていいのっていう感じなんですけど、でまあ習近平がこの表情でですね、まあバックドアをしこっているか、まああなたが使って確かめてみてくださいよみたいな、ことを言って返したらしいです。はい。だからまあイ・ジェミョンさんがですね、トランプに電話をかけて習近平の悪口でも言えばいいんじゃないですかってこのコメントの人は言ってますけれどすげえなっていう。だからやっぱりなんかね、まあ、イ・ジェミョンさん持ち上げすぎなのもあれかもしれないですけど、やっぱり対等な関係でこうやり取りすればですね、だから習近平だって別にいきなりブチ切れたりしないわけですよね。はい。だからね、こういう日本も外交ができればね、普通に中国と渡り合っていけるんじゃないかなという気がしますけど、でも日本でこれができる政治家って誰も思い浮かばないなっていうのがまあ正直なところではありますね。はい。そうですね、イ・ジェミョンさんは外の顔と内の顔を使い分けるタイプなんでしょうね。はい。これはすごいと思います。これを言える度胸もすごい。理系なんでしたっけ？はい。このやりとりめちゃめちゃ怖いですって私もシャオミスマホです。私もシャオミです。この余裕のあるやりとりなんというかすごいですよね。はい。めっちゃ怖かったですけどね。いやという感じですが、まあ日本もですね、いろいろ海外に学ぶべきことがたくさんあるといえば、はい、ゾーラン・マムダニさんが勝ちそうでございます。まあちょっと投票がですね、今ニューヨークシティはこれから投開票なんで、まあ4日なんですけど結果がまだ分かってませんが、米ニューヨークの市長選でですね、民主主義者である、トランプ氏が、ゾーラン・マムダニ氏が勝ちそうだということで、トランプが慌ててライバルのクオモさんの支持を表明しました。逆効果だと思いますが、はい、民主党候補が勝てば補助金を削減するぞと脅しているそうでございます。これから予定されているニューヨーク市長選をめぐり、ドナルド・トランプ大統領がアンドリュー・クオモ前ニューヨーク知事、セクハラで、クビになった人ですけれども支持すると表明しました。まあお仲間ですからね。クオモは民主党だけど、優勢の左派候補ゾーラン・マムダニ氏を選ばないよう有権者に呼びかけました。クオモのことが個人的に好きかどうかに関わらず他に選択肢はない。彼に投票しなければならない。彼が素晴らしい仕事をしてくれることを願うべきだろう。クオモにはできる。マムダニはできないだろうというですね。はい。クオモ氏はトランプ氏に熱心とは言えない
形で支持され、彼は私を支持してるんじゃなくてマムダニに反対してるだけだと控えめに述べたということで、まあ正直クオモにとっては大迷惑じゃないかと思いますはい。ますますこれ勝てる見込みが薄くなりましたよね。トランプ的には本当に応援してるんだと思いますけど、同類だと見なされ、ただでさえ同類だみたいなことをマムダニさんとしては、クオモってまあ中道寄りのね、リベラル保守みたいな政治家で、まあそういう性的スキャンダルがあった人なんで、トランプみたいなことを言って攻撃してたんですよ。で、ますますトランプ本人から支持されてしまったので、もうこれは決まったのではないかという私としてはね、トランプさんありがとうという気持ちになったんですが、はい。ただね、ゾーラン・マムダニさんが当選した場合、トランプは州兵を送って何とかするみたいなことまで言い出しているので、これからちょっと予断を許さない状況だし、本当に当選したとしても無事に政権運営ができるかどうか、ちょっと微妙なところになってきてはいるんですが、ぜひとも頑張ってほしいなと思います。はい。そう、ベタベタ外交、ミサイル外交はダメですよね。はい。だし、やっぱりこうやってね、民意を受けて少しずつ草の根からね、戦っていくっていうのが、本当はね、一番正当な手段ですからね。いや、本当こんな分かりやすい脅しないですよね。はい。ゲイバーで演説するイスラム系の知事が生まれるとは正直想像もしていませんでした。やっぱりニューヨークは腐っても自由の街だったという。そうですね。ニューヨークシティの人たちすごいですよね。マムダニさんを支持する、全面的に支援してますからね。さすがニューヨーカーというちょっと尊敬しますよね。はい。クオモはだからずっと民主党だからトランプに嫌われてたんですよ。なのになんか恩赦されてたんだっけちょっとごめんなさい。確認してなかった。でももともとね、トランプとはね、仲悪かったんですよ。だけど、まあ今回はね、なんか、陰に日向に、まあ、クオモ陣営側にだからトランプの人間が入ってんじゃないかみたいなことをずっと噂されてたんですけれども、最後の最後に言っちゃうんだっていうですね。はい。いや、トランプはやからニューヨークの人たち恐れてると思いますよ。だから自分への反対運動がさらに盛り上がること必至でしょうから、はい。それは面白くないでしょうね。ニューヨークからビリオネアが去っていくことを脅し文句で言われていますが、正直ビリオネアがいることで家賃が高騰しているならば、そうですね、いなくなった方がいいと思います、そんな人たちは。なんか100万人ぐらい、なんかタブロイド紙で、100万人ぐらい、ニューヨークシティからいなくなるぞみたいな、まあ、要は、反マムダニのね、記事が載ってたんですけど、100万人もいなくなったら住宅事情が解決するじゃないかみたいなこと言われてて、もうダメだってニューヨークシティの人たちみんなマムダニ支持しとるわっていう、ちょっと笑っちゃいましたね。そう、社民主義者がね、ニューヨーク市長ってすごいことですよ。映画アプレンティスを見た後だとトランプにとってはニューヨークは因縁の土地でそこにマムダニさんが殴り込みをかけていると思うとそうですね、痛快ですよね。まあトランプはね、ニューヨークのね、やっぱビジネスパーソンでしたからね。はい。だからね、自分の地元でもあるわけじゃないですか。そりゃムカつくよねっていう。ですね。クオモに関しては今ちょっと確認してみたんですけど、トランプはね、任期中にまあそういう性犯罪者とかたくさん恩赦してるんですけど、恩赦を出せるのは連邦犯罪に対してのみなので、州レベルの起訴や罪に関して等は、恩赦はできないということで、クオモさんに関してはおそらく関係ないのじゃないんでしょうかね。はい。多分ですけど。民主党の人間だけど頑張ってほしいですというですね。はい。民主党がそれで変わってほしいですよね、本当に。変わらないと、米民主党の人気もね、ひどいんですよ。立憲民主党より下手したら人気がないので、要は中道保守に寄りすぎてですね、クオモみたいな人ばっかりになっちゃったから、まあ、シオリストも多いわけですよね。だから今ですね、民主党の人気がだだ下がりしてやばいことになっているので、まあ、左派返りしてほしいですよね。はい。トランプはマムダニ氏を共産主義者だと言ってるみたいですが、多分共産主義と社民主義の違いをマルクスも知らないでしょうね。多分ね。だから民主主義者だっつってんだろうがよっていうですね。はい。いや別に日本共産党の人たちだって民主主義者だけど、はい。左に切れって。マムダニ氏の政策って日本から見たらそれほど過激とは思えません。そうですね。工芸住宅とかはね、普通に共産党の人とかも支持してることですからね。だからそういう意味で言えば、日本は左派政党っていうか、左派的な政策をやる余地はまだまだ一応はあるってことですよね。
はい。偏見ですけど、ニューヨークのビリオネアは俺はニューヨークに住んでるんだぜみたいな優越感を持って、持ってそうですね。ステータスなんでしょうね。まあ追い出した方がいいと思いますよ。はい。ちょっとそれでヘイトツイートなんですいません。ちょっと注意してほしいんですが、ただ、豆谷さんへの誹謗中傷もマジでひどくなってて、これがね、一番ひどいポストだと思ったので、ちょっとあえて取り上げてしまうんですけど、この、要はドッジコインに俺は投資してるぜという、いわゆる投資家系アカウントなんですけど、ニューヨークファッションショーはですね、ゾーラン・マムダニが当選したらこんな感じになるぞで、へっへっへというツイートでございます。結局イスラムヘイトしかやることないんだ、この人ってですね。いや別にこれはファッションショーでもいいじゃんっていう感じではあるんですけど、はい。まあこういうね、イスラムヘイト的なツイートをね、爆弾のように投げつけられまくっているわけなんですけど、はい、あいつはね、確かに女性に地味な服を強制するみたいな感じの男だなということで、はい、マムダニさんね、ちゃんとパートナーがいるんで、パートナーさんが左の人です。はい。あんま説明の必要もないような気がするんですけど、マムダニさんのパートナーさんってね、あんまりその表に出てこない人らしいんですけれどもですね、シリア出身でアーティストらしいんですよね。で、こんななんか漫画から出てきたような人いるんだってですね。っていうかシリア人だったらなんかシャラー大統領とかともね、交流が持てるようになるんじゃないかっていう期待も持てますしですね、私はなんかどこを切ってもマムダニさん好感しか持てないなということですっかりファンになってしまっているのですが、はい。だからイスラム教徒だからこうするに違いないみたいなのは、それは全て偏見に基づくものなので、まともな人は言うのをやめましょう。はい。何がダメなんだっていう。トランプ君を応射したという記事がなかったですね。いやいや、大丈夫です。ありがとうございます。ノーキングス、ノービリオレアーズ。ここから日本にイスラムフォビアが輸入されたみたいですね。いや、本当ですね。だからこういう、アメリカ製のですね、オルタナウヨの人たちとか、まあ、イーロン・マスクのこういう手下みたいな人たちが、日本にこういう画像とかを大量に送り込んだんでしょうね。でも実態はこれなんで、ニューヨークのイスラム教徒のカップルってこんな感じだからっていう。はい。まあ、説明するまでもないですよね。はい。なので、マムダニさんには絶対当選してほしいなと思っております。はい。まあ、ただね、海外の芝は青く見えるんですけど、やっぱり日本のこともですね、考えていかなきゃいけないと思います。さよなら高市、早くも街頭に響くということで、政権発足からわずか2週間で市民たちが街頭に出て、さよなら高市首相を訴えました。主催者は高市早苗が自民党総裁に選ばれた日に第1回の路上凱旋を行っており、強い危機感の表れでした。高市政権の怖さは、その驚異的な支持率であり、若年層の支持率は 80% 超え、中高年層でも 6-7% に達していると。単純計算すれば国民の半分以上は高市政権を支持していることになると。加えて記者クラブメディアがあり、総務大臣時代に停波をほのめかしたことがあるだけに、テレビ局や大株主の新聞社は戦々恐々としている。よほど大きなスキャンダルがない限り、高市周辺を批判することはできないだろうと。経歴詐称疑惑も全く触れられていないということで、やっぱりマスコミはなんだかんだ言って怖がってるのかなという気もしますよね。こう、高市さん上げるみたいな報道がね、これだけ多いと、単にそのマスコミのそういう利益誘導だけじゃなくて、高市さんに対する恐怖感みたいなのも確かにあるのかなと思うんですが、やっぱり高市さんがこの人気に乗じてですね、スパイ防止法案みたいなのを成立させるのは本当に危険だと思うので、やはり草の根からでもね、批判していくっていうのは必要だと思います。安倍政治の継承を目指す高市政権は維新、国民民主、参政党などの支持を得て法案を提出し、スパイ法案を可決成立させようとするだろう。そもそも何が機密に当たるのかも恣意的であり、気に入らない人間をスパイ認定してしまえる法律を作ることは絶対に阻止しなければならないと。さよなら高市にするのか、さよなら民主主義にするのかが今正念場であると。家父長制、日の丸、君が代スパイ防止法をなくしましょうということで、全くその通りだと思います。はい。いや、ほんと差別するやつどこ行っても変わんないですよね。本当に、マムダニさんに誹謗中傷してるやつらを見るとね、日本のネトウヨと何も変わんないですからね。
大統領がこれほどひどいヘイトやデマを拡散してるのを見たら、まだ日本はマシだと思ってしまう。まあね、高市さんはさすがにトランプほどまだやってないですからね。でもやり始めたら本当恐ろしいですよね。はい。さよなら高市とパネルのデザイン、ポップでいいですよね。素晴らしいと思います。ね、インパクトあるしね。はい。だからこういうね、やっぱりデザイナーの方がまだ路上には残ってらっしゃるわけですからね、我々も草の根を応援していかなきゃいけないですよね。何がどうしてそうなったのか不明すぎると思ってましたが、メディアは SNS の力ほとんどだと思うようになってますと。ですね。だからまあ前回のその金曜日の配信でも取り上げましたけど、 SNS とマスコミがグルになって高市人気みたいなのを盛り上げてるわけじゃないですか。で、アイドルの推し活みたいになってるでしょう。で、自民党支持率は全然伸びないのに高市さんの人気だけ異様に高いという今状態になっているので、まあこのバブルがねいつ弾けるのかわからないですけど、ただ危うい人気なのは間違いないので、そこをね切り崩していくことは必要だと思います。そうね、そう、本人がやらないだけでね、とりわけのレンジは常にヘイトスピーチしてますからね、常に。はい。本当に危ういですよ。支配者が労働者の力に怯えるようにしようというところですね。はい。で、最後にね、これだどうしても取り上げたかったので、軽く、先日、ポッドキャストの更新したやつでも触れたんですけど、山上徹也さんの裁判についてのノート、こちら素晴らしい内容なので、ぜひ読んでいただきたいんですが、安倍元首相銃撃事件の初公判傍聴記ということで、奈良市のですね、駅前で発生した、安倍首相の銃撃事件の裁判がようやく公判が始まりまして、久々にですね、ほんと3年ぶりに山上徹也さんが我々の前に姿を現したそうです。はい。で、弁護側の冒頭陳述は何というか圧倒的だった。古川主任弁護士がスライドを作りながら法的な争点の説明と被告、哲也さんがなぜこの席にいるのかという背景の物語を語った。統一教会の長年にわたる邪悪な振る舞いが家族の不幸を極大化し家庭を破壊したという動かしがたい事実が心にずしんときた。傍聴席で泣いている人もいた。わかる。実行犯でこそないが背景の中心にあるのは統一教会であり、それを無視しての審理は絶対に許されないという印象を持ったと。はい。だから統一教会に協力してたのはどこの誰ですかっていう話ですよね。はい。だからそういった巨悪に対して巨悪ありと自分は捨て石になるのだと言ってたった一人でまあ向かったわけですよね。でもちろんやったことはね暴力殺人ですから絶対許されるもんじゃないですよ。テロであろう、これをテロだと評価するかどうかは別としても絶対に許されるべきじゃないと思いますけど、でもやっぱり山上さん無罪になるべきだと私は強く思いましたね。この締めの言葉が全てだと思うんですけど、結果は重大だと。この事件のせいで安倍元首相が適切な法の裁きを受けて罪を償うという可能性が消えてしまった。地獄ではなく彼は刑務所に行ってほしかったと。私は全くその同じ感想ですね。はい。で、殺人罪については認めているのでそんな難しい裁判ではないように思うが、裁判官には過酷だろう。しっかり審理してほしい。市民がどんどん傍聴に行って大勢に見守られながら進行してほしいと。私もね今後山上さんのこういうその後半の様子とか見たら取り上げたいなと思いますが、だから正直ね彼がそのなんか権力者によって消されようとするんだったらやっぱり我々は守んなきゃいけないと思いますし、なんかこの人をね我々がその偉そうに殺人犯だとか言って裁く資格ない気がしちゃうんですよね。だってみんな自民党の下にいて自民党の支配を受けて、で、まあ、統一教会、反社会的カルト勢力のね、攻撃を直接受けてきた人たちに対して、何のあれもしてこなかったわけじゃないですか。保証もしてこなかったし、守ろうともしてこなかったし、だからね、偉そうにその山上さんが殺人に至ったことをですね、悪と断罪していいものかという気持ちがどうしても芽生えてしまいますし、まあこういう悲劇を生まないためにですね、悪性というのを、民主主義の手で、最初から批判していかなきゃいけないのかなと思います。はい。ということですね。
このノートぜひ読んでください。本当ね、感動ってきっと言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、いや、本当初公判に来るまでも長すぎましたし、まあ確かにいろいろ時間がかかる要素はあったんでしょうけど、その間ずっと勾留されてるわけですからね。はい。もう許してやげなよっていう気持ちになってしまうんですけどね。いや、絶対極刑なんて許されないですよ。裁く資格ないでしょ、我々に。そう。まあでもね、結果的にね、その彼の行動によって統一教会がクローズアップされて、まあそれがね、彼が望んだ形だったのかどうかっていうところではありますけれども、でも結局テロで政治を動かしちゃうのかよっていう話ですよね。で、そこも日本って本当情けないなと思うし、山上さんが悪いんじゃないと思うんですよね。はい。そうで、国葬してね、支持者にとっての神になってしまいましたからね、ふざけてますよね。はい。だからお前にそう国葬される資格はないわって思いました。国葬にした人物だから極刑にしろとか言ってる人もいますけどね、ふざけるなと思いますよね。自民党政治を続けてきたのは誰の責任なのかっていう話ですよね。はい。後半に至るまでの時間で十分禁錮刑を尽くした気もしてしまいます。山上氏には刑ではなく適切なケアが必要ですね。はい。江妻さん、山上被告の初公判傍聴してた。そうなの議員特権使ったんですか？いやー。秋田市さん、アスプンチさん、コンカラスです。やばく資格内、本当にそう。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。安倍晋三の命をもってしても統一教会と自民党の関係を洗い出すことができていないのはおかしいと思います。そうですね。安倍さんも報われないっすよね。自分が死んで、だから統一教会を解散できればね、まだね、意味のない死ではなかったっていう気もしないでもないですけど、高市さんみたいな人は、なんか安倍さんの意思を継ぐみたいなこと言ってて、結局個人を侮辱してるような気がしますよね。安倍昭恵氏にとってもきっと見守っているということでね、成仏させてもらえないですからね。っていうことあのようにも言ってないのかな。いや、ほんとね、日本の法秩序が終わりますよ。山上さんにそういうなんか極刑を下すみたいなことになったら。だからまあずっと今回の配信テーマというかで言ってきたことですけど、秩序をね破壊しようとするこういった勢力に対して民主主義的な手段と交渉によってやっぱりことを進めなきゃいけないわけじゃないですか。秩序を守んなきゃいけないし、習近平みたいな恐ろしい人にだってこうやってね立ち向かっていけば秩序を守らせることは不可能ではないんですよ。はい、不可能ではないんだからやらせるべきですよね。はい。この事件の前から統一教会との関係は有名でしたからね、なんでもっと早く問題にしなかったっていうところですよね。はい。と思いますね。ということで、刑務所に行くのはヘズマ流です。はい。ということで、今回の配信も、最後まで聞いていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価とぜひともよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、今回もありがとうございました。ちょっと遅い配信になってしまいまして大変申し訳ございませんでした。はい。ということでですね、なんとかいつも3時間に収めようとしつつ、大体収まってるな、よかったという感じなんですけど、結局遅く始めたのでですね、0時を過ぎてしまうということになってしまいましたが、皆様遅い時間まで本当にありがとうございました。半年間継続メンバー限定ありがとうございます。メンバーシップへの加入もぜひ可能でしたらよろしくお願いいたします。お疲れ様でございます。ありがとうございます。永山基準からして一人の殺人で極刑になることはないでしょうが、地裁レベルだと長崎市長銃撃犯には極刑判決が出たそうです。そういう前例はあるのか。いやー、やめてくれよって思いますけどね。はい。いや、兵庫県周りの、だからね、立花とね、元彦も刑務所行けやって感じですよね。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁反対ということでですね、500円プラありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
で、ということで、初めて言います。お疲れ様ありがとうございます。絶対阻止しなきゃいけないですね。はい。なので、ミーをですね、照らして、光でですね、彼を守りましょう。ミネさんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、イスラエルもそうですけれどね、法秩序を破ろうとする、そういう犯罪者とか犯罪気質の人たちに対しては、やっぱ圧力かけてね、規範を守らせなきゃいけないと思うんですよ。秩序を守れと。お前らいいから守れと。守んなかったら逮捕するからなっていう。まあ、あまりね、警察権力で逮捕するのもおかしい、言うけどもおかしいけど、やっぱりね、自分から法秩序とかを破壊するような人たちに対しては強気にもっと出なきゃいけないなと強く思います。はい。ということで、配信見ていただきありがとうございました。次回は金曜日フリートーク配信としようと思ってますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、皆様お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。